シェフが来ないだって？どうするんだ？もう間に合わないぞ。厨房のそこかしこから悲鳴のような声が上がり、焦りと混乱が熱気と入り混じって渦を巻いている。俺もシンクに積まれた大量の皿を洗いながら、そのやりとりを聞いていた。ゴム手袋越しに感じる水の温度が嫌に生々しく手にしみる。戦場ウェディング。海の上という特殊な環境で、大勢の招待客を前に振る舞うフルコース。しかも、今回は国内最大級のグループ会社の御曹司が新郎だ。朝から船内はいつにも増して華やかなムードに包まれていたはずなのに、その裏では今、メインシェフ不在という前代未聞のトラブルが起きている。もうダメだ。代わりなんて探せるわけないだろ。くそ、どうするんだよ。せめて仕込みだけでも始めないと。あちこちで頭を抱え込むスタッフたち。いつもは厳しくても頼りになる料理長が、今日ばかりは進むべき道を見失ったように言葉を失っている。湧き上がる焦燥感が火の通っていないコンロを取り囲むようにじわじわと燃え広がっていた。ここは海の上。陸地まで戻って代わりのシェフを連れてくることなど到底不可能だし、たとえ間に合ったとしても現場を把握する時間などないだろう。にもかかわらずスケジュールは刻一刻と迫ってくる。スタッフのうめき声とため息が波のうねりのように繰り返される。もう誰もが頭を抱え、打つ手なしと諦めかけていた。その時、俺は小さく息を飲み、ぐっしょりと濡れたままのエプロンを握りしめた。湧き上がる衝動に突き動かされるように、シンクの水を止め、手袋を脱ぎ捨てる。俺が作ります。一瞬で厨房の喧騒が凍りついた。水滴が垂れる音さえやけに大きく聞こえる。はあ？何を言ってんだお前。バカなこと言うなよ。皿洗いが。料理なんかできるわけないだろ。疑いと怒号が入り混じった声が一気に降り注ぐ。普段は黙々と裏方で皿を洗うだけの俺がシェフの代わりを名乗り出るなんて正気の沙汰じゃない。そう思われるのは当然だ。しかし俺のこの決断が過去と現在の、そしてこの船での未来を変える引き金になるとはこの時は知る由もなかった。俺の名前は高宮隼人。豪華客船さくらの厨房で皿洗いをしている。客船というと優雅なイメージが先行しがちだが、実際の仕事は地味でハード。世間の夢を見る間もなく、俺たち裏方スタッフは毎日汗を流している。特に厨房ともなると、火器使用の危険管理や衛生管理が厳しく、さらに乗客たちが口にした料理がどのタイミングで下がってくるか全く読めない。運が悪ければディナータイムのピークが終わっても飲み直しやら夜食やらでバラバラに皿が戻ってきて一晩中洗い場に立ちっぱなしなんてことも珍しくない。俺は基本的に誰かとつるんだりはしない。乗船している他のスタッフたちも俺を皿洗いの高宮としか思っていないようだ。まあ向こうがどう思うと気にはしない。仕事が終われば細々とした食材やら道具やらをチェックしてさっさと眠りにつく。特に面白みもなく誰かと飲みに行くような仲間もいない。いつもならそれで終わりだが、最近ちょっとだけ気になることがある。それは数日前に乗船してきたウェディングプランナーの女性、朝比奈留美。俺自身はエントランスやホールの担当でもないし、彼女と直接仕事をすることもめったにない。だがどうにも船内のスタッフがみんな彼女の話でざわついているんだ。ルナさんって超敏腕らしいけどさ。うちの船に来るってことはよほどの案件を抱えてるんじゃないか。いや、どうせ仕事を完璧にやるつもりなんだろ。細かいことに口うるさそうだけど。そんな声がちらほらと聞こえてくる。確かに彼女の評判はすごい。業界では若手ながら大きな案件をいくつも成功させたとか。しかも容姿もなかなかの美人で、さらに頭の回転が速いと。スタッフの間でも優秀だけど怖い人くらいに思われているみたいだ。事実、俺が一度だけ廊下で見かけた時も、彼女は電話を片手にしながら苛立った様子で歩いていた。小型のタブレットを抱えていて、誰かに指示を出しているようだったが、眉間にシワを寄せて、ものすごい勢いで喋っていたから、周りは近寄りがたい空気を感じていたんじゃないかな。声をかけようとしたスタッフが一瞬ためらって引き返すのを見かけたくらいだ。ただ、その時にちらっと見えた彼女の横顔。
どこか一生懸命で、それこそ、焦ってるという言葉がぴったりだった。怒りというよりは、自分で自分をせき立てているように見えたんだ。優秀で美人で、完璧そうに見える人ほど、その裏にはいろいろ事情があるものだ。俺はそんな風に思ったが、もちろん今の俺の立場で深入りする理由なんてない。あくまでただの傍観者だ。そう思っていたが、その翌日、俺は思いがけず、彼女と直接会話する機会を得ることになる。いつものように昼のランチタイムが終わった頃、山積みになった皿を一通り片付け終えてから廊下を歩いていると、不意に人の気配を感じた。いつもなら、スタッフや乗客が普通に行き交う場所だが、その時は夕方前の中途半端な時間帯だったため、人影はまばら。なんとなく気配のする方を見てみると、壁際に寄りかかるようにして座り込んでいる女性がいた。近づくと、それが例のルナだった。肩はかすかに震えていて、顔も伏せている。タブレット端末が雑に置かれているあたりから見て、相当疲れ切っているのがわかる。あるいは落ち込んでいるのかもしれない。フロアの照明も明るいとはいえ、こうして座り込んでいたら目立つはずだが、誰も声をかけられないほど、彼女の放つ雰囲気が重たいのだろう。スタッフと衝突したのか、あるいは取引先とうまくいかなかったのか。事情はわからないが、このまま放置しておくのも気の毒だ。大丈夫ですか？俺が声をかけると、ルナははっと顔を上げた。あなたは？高宮です。厨房で皿洗いしてるものです。ああ、そう。何か用？語気は弱々しいが、どこか突き放すような口調。俺も別に踏み込むつもりはなかったが、どうにも放っておけなくて、持ち歩いていた小さな水筒を差し出してみた。中にはハーブを使った簡単なドリンクが入っている。洗い場のスタッフが息抜き用に作ることもあるが、俺は自分流に少しだけアレンジして持ち歩いているんだ。疲れている時には割と効く。飲みますか？何それ？ハーブティーみたいなものです。少しだけミントやレモンも入ってますし、体にいいですよ。疲労回復にもなるし。ルナは一瞬、俺の手元を怪げそうに見つめた。でも、よほど喉が渇いていたのか、それとも興味があったのか。じゃあ、と、恐る恐る受け取る。ルナは何も答えずに、その場で一口飲んだ。すると、驚いたように目を見開き、さらにもう一口。さっきまでの沈んだ雰囲気が、いくらか和らいだように見える。思ったより美味しい。それに飲みやすいわね。キリッとした酸味もあるけど、嫌な刺激じゃない。レモングラスかしら？はい、レモングラスとミント。あと、微量ですけど、蜂蜜も入れてます。へえ。でもあなた、ただの皿洗いなんでしょ？こんなの作れるの？ちょっとトゲのある言い方だが、口調自体は悪くない。俺は適当に笑って、たまに作って飲むんですよ。眠気覚ましにもなるし、とだけ答えた。ルナは、ふっと小さく息をついて、少しだけ表情を柔らかくする。助かったわ。ありがとう。いえ、大したものじゃないので、少しは落ち着きましたか？俺がそう尋ねると、ルナは苦笑混じりに、まあ、と答えた。これで失礼します、と立ち去ろうとした俺に対し、彼女は急に真顔になってこう言ったんだ。待って。あなた、本当に皿洗いなの？はい、ただの皿洗いですよ。他に特筆すべきことは何もないです。すると彼女は、怪げそうな顔をしたが、むしろそこに興味をそそられたのかもしれない。そう。なんか不思議な人ね。皿洗いにしては落ち着いてるというか。仕事で疲れたら誰だって落ち込むんです。あなたは船のウェディングプランナーさんですよね。立場的にも上に立って人を動かすんだから、あまりそんなに疲れた顔を見せない方がいいと思いますよ。下が心配しますから。俺は決して嫌味で言ったつもりはない。ほんのアドバイスのつもりだ。だが、ルナはピクリと眉を動かした。少しカチンときたんだろうか。そんな彼女に、じゃあ、これ返しておくわ。と、水筒を差し出されたので、俺は慌てて、いや、全部どうぞ。後で回収しに来ます。と押し戻す。結局、ルナは何か言いたげな様子だったが、それ以上は何も言わなかった。それから数日、俺は相変わらず洗い場の仕事に没頭していた。シンクに積まれる皿と鍋は絶え間なく。
まるで波が押し寄せるように増えては減っていく。豪華客船さくらの厨房は、華やかな見かけとは裏腹に、戦場さながらの忙しさだ。朝から晩まで料理人たちが腕を振るい、俺たち裏方は、その料理を支えるため走り回る。船の乗客には見えないところで、すべてがギリギリの綱渡りのように回っていた。それは、ウェディングプランナーとして乗船しているルナも同じだろう。毎朝早くから夜遅くまで、スタッフを捕まえては細かな指示を出し、その厳しい口調が原因で反発を招いているようだった。俺自身、廊下の向こうでルナが誰かに説明している姿をよく見かけるが、相手はたじろぐように後ずさってしまうこともあるらしい。実際、休憩所の方からはこんな声が聞こえてきた。朝比奈さんってさ、あの態度は何なんだよ。ちょっと指示ミスっただけで鬼の首取ったみたいに怒鳴りつけられたぞ。分刻みスケジュールとか勝手に押し付けてきて、こっちの都合なんか全然無視だよな。あれじゃこっちが疲れるっての。能力あるのかもしれないけどさ、一人で突っ走ってる感じがする。正直うざいっつうか、我慢できない人多いと思うんだよ。その言葉が耳に飛び込んできた瞬間、俺は思わず眉を潜めた。視線を向けると、厨房の一角で雑談している2、3人の下働きスタッフが、あからさまにルナの名前を口にしている。忙しさにイライラしているのかもしれないが、面と向かって言えない不満をここで吐き出しているようだ。あまり気持ちのいいもんじゃないですね。無意識にそう言ってしまっていた。水を溜めたシンクに手を浸していた俺の動作が止まり、スタッフたちは驚いたように振り返る。俺の存在に気づいていなかったらしく、一瞬気まずそうな空気が流れた。なんだよ皿洗い。悪いけど少し黙っててくれよ。こっちは真面目な話してるんだ。真面目な話にしては、名前を挙げて一方的に悪く言ってるだけじゃないですか。スタッフたちの顔色が変わる。俺はできれば波風を立てたくないが、正直聞き流せなかった。確かに、ルナさんは厳しいかもしれません。けど、あの人はウェディングの成功にかけてるからこそ、細部までこだわりを持ってるんだと思いますよ。忙しいのはわかりますけど、みんなで協力してやるしかないんじゃないですか。言った後、自分がただの皿洗いであることを改めて思い出し、少し後悔がよぎった。俺がこんなことを口にしても、説得力なんてないかもしれない。スタッフたちは互いに視線を交わし、何か言い返したそうだったが、結局、ああそうですか、と小さくつぶやくだけで会話を打ち切った。重苦しい沈黙が流れる。俺は内心でため息をついた。その時、廊下の方で何かが小さくぶつかる音がした。振り返ると、厨房の入り口の扉が半分ほど開いたままになっている。誰かがいたのかと嫌な予感がし、俺は手を拭きながら扉を押し開いた。すると、そこにはこちらに背を向けて歩き去ろうとするルナの姿があった。朝比奈さん！声をかけてもルナは立ち止まらない。そのまま足早に廊下を曲がり、姿を消そうとする。俺は洗い場を同僚に任せ、なるべく早足でルナを追いかける。ようやく角を曲がった先で、俺がその背中に追いつくと、ルナは乱れた呼吸を整えようとするかのように、タブレットをぎゅっと抱きしめていた。視線は床に落ちていて、その横顔には痛々しいほどの動揺が浮かんでいる。ごめん、聞くつもりなんてなかったんだけど、この間の水筒返そうと思って。震える声がかえってこちらの胸を締め付ける。俺は努めて落ち着いた調子で言葉をかけた。大丈夫ですか？さっきの人たちも、ただ忙しくて苛立ってただけで、本当に朝比奈さんを嫌ってるわけじゃないと思います。だから、そこまで言いかけると、ルナは小さく首を振る。わずかに潤んだ瞳で俺を見上げると、困惑と葛藤が入り混じった複雑な表情を浮かべていた。君が言い返してくれたのはわかる。でも、私、あのくらい言われても仕方ないって自覚してる。強引に進めてることはわかってるし、周りが疲れてるのも感じてた。でも、やめられないのよ。私にはこの仕事を成功させるしか道がないから。少しずつ弱音を吐き出し始めるルナの肩には、並々ならぬ重圧がのしかかっているのだろう。どれほど優秀でも、自分一人で全てを背負うには、あまりに大きいに。彼女は両手でタブレットを抱えるようにしてうつむく。私ね、高校生の時に親戚の結婚式に参加して、
普通の挙式だと思ってたんだけど、なんだかすごく感動しちゃって。その時、花嫁さんが純白のドレスを着てバージンロードを歩いていく姿を見た瞬間に、なんて言うんだろう。あ、こんなに人を幸せな気持ちにさせる仕事があるんだなって、すごく衝撃を受けたの。ルナは自分の思い出を懐かしむように、かすかに目を細めて話し始める。あの時の光景は、きっと彼女の中で色鮮やかに焼き付いているのだろう。両家の親戚や友人もみんな笑顔で、途中、花婿の友人たちがサプライズの演出を用意してたんだけど、それがまた大成功してね。会場全体が一体感に包まれて、そこにいた全員が幸せそうに笑ってたの。私、その空気感に飲み込まれて、思わず涙が出そうになった。帰り道であの空間を作る手伝いができたら、どんなに素敵だろうって思ったのが始まりだったの。タブレットを抱える両腕が少しずつ緩み、ルナの表情にもかすかな光が宿る。追い詰められている今だからこそ、原点の夢を思い出すことで、彼女の心にある純粋な情熱が垣間見えるようだった。だから、就職活動の時も、人を笑顔にする仕事がしたいって目標ばかり追いかけてて、ブライダル業界の会社に入り、最初は張り切って企画書を出したり、新しい演出を考えたり、でも気持ちだけが先走っちゃったのか、なかなか結果が出なくて、上司との折衝もうまくやれなくて、いろいろと失敗もしたわ。でも、それでも諦められなかったの。あの時の幸せな景色が忘れられなくて、いつかあんな最高の空間をプロデュースしてみたいっていう気持ちがずっと消えないの。瞳を落としていたルナは言葉を噛み締めるようにゆっくりと顔を上げる。だからこそ、今回のプロジェクトは絶対に成功させたかった。世間がどう見ても、船の上での挙式なんて特殊で難しいと言われても、私が理想とする忘れられない結婚式を作り出せるかもしれないって思ったの。誰もが驚くような、世界に一つだけの夢みたいな式を。でも、今のままじゃ、やっぱりダメかもしれない。焦ってばかりで、周りも疲弊させてるし、何より私自身がもう限界で。そう言いながら、ルナはふっと唇を結ぶ。朝比奈さん、確かに、戦場ウェディングは特殊ですよね。でも、今は一度、立ち止まって、周囲を巻き込む準備をする段階かもしれません。自分だけで引っ張ろうとするんじゃなくて、スタッフ一人一人を信頼して仕事を振り分ける。初めの段取りが整っていれば、最後の仕上がりもきっと違いますよ。俺はなるべく穏やかな声で、彼女の目を見つめながら伝えた。最初に土台をしっかり作らずに、豪華なフルコースを完成させるのは不可能。料理の例えを重ねるまでもなく、今の彼女なら、その意味を理解してくれると思った。そうだね。確かに全部自分で抱えようとしてたかも。ちょっとやり方を変えてみる。周りとちゃんと話して、できることからやってみる。ルナは力なく笑みを浮かべたが、その瞳にはわずかながら光が戻り始めている。少しだけ心の重圧がほぐれたのかもしれない。ところで、あなたの名前ってなんて言うんだっけ？皿洗いの人っていう認識しかなくて、まだ聞いてなかった気がする。改めて尋ねられ、俺は一瞬言葉に詰まった。だが、ここまで話した流れで正直に名乗るのも変じゃないだろう。高宮隼人です。改めてよろしくお願いします。少し照れくさい気持ちを抑えながら俺が返すと、ルナはスッと伸ばした手のひらを差し出し、握手を求めてきた。隼人ね。じゃあ、私もルナでいいよ。これからは名前で呼び合おう。握手を交わした瞬間、彼女の手から伝わる熱は力強く、まだまだ諦めていない意志を感じさせる。そして翌日から、ルナのプロジェクトは少しずつ形を変えていった。以前は、ルナが一方的に考えを押し付け、スタッフを振り回す形になっていたが、今の彼女はまず、動線やスケジュールの可視化から始めることにしたようだ。まず、全スタッフに向けて、戦場ウェディング企画を共有するための簡易説明会を開いた。廊下の一角を借りて、大型モニターを設置し、ルナ自身がマイクを持って司会をする。これまでは、ウェディングなんて自分たちには関係ないと思っていたスタッフにも、どんな演出プランを考えているのか、当日の進行がどうなるのかを丁寧に示す場を設けたのだ。
皆さん、これが基本のタイムテーブルです。挙式の開始時刻と、その後の披露宴の流れ、それぞれの部署が何を担当するのかをここにまとめました。ご覧の通り、船内の設備を生かす新たな演出も盛り込みたいと思っています。スクリーンに映し出された PDF には、朝から夜までの流れが一目でわかるように色分けされている。バラバラだった情報がまとめられており、例えば、厨房での調理時間や配膳の順番、撮影担当の移動ルート、さらには控え室の割り振りなど、細部までひとまず形にしてみせていた。最初は、こんなの自分らには縁がないといった態度だったスタッフたちも、実際にルナが作った資料を目の当たりにすると、少しずつ興味を示すようになる。特に、こういうのはメインホールを使うといいのでは？通路で人が詰まるかもしれないから、ここにスタッフを配置したらどうだろう。など、具体的なアドバイスを出す者も現れた。ルナは、それらの意見をタブレットに即座に書き込んでいく。今までは自分の考えに固執しがちだったが、今回はどんどん教えてほしいと積極的にメモを取る姿勢を見せていた。部外者のように思われがちだった船の清掃チームや、普段は乗客向けのアミューズメントを担当しているスタッフにも声をかけ、こんな遊び心の演出はできないかと議論を重ねた。こうした対応が功を奏して、スタッフ側から、それならここはこうした方がいい。昼から夜までの衣装替えはどこで行うのかなど、具体的な質問が増え始めた。ルナにとっては、これらのやりとりは時間のかかる作業だが、その分だけ周囲との連携が格段に良くなっていくのが見て取れた。後日、あるスタッフが、朝比奈さんに相談したら、ちゃんと聞いてくれて改善してくれた。と嬉しそうに話しているのを耳にして、俺は密かに安堵の息をつく。確かにまだ試行錯誤中で問題は山積みだが、ルナが柔軟に対応を変えたことで、船の空気は以前と比べてはるかに明るくなっていた。そして実際に何組かのカップルが桜で挙式を挙げるようになり、式を終えた新郎新婦たちは想像以上にドラマチックだった。まるで映画のワンシーンみたいで一生忘れられない。など、絶賛の声を寄せてくれる。その評判がじわじわと広がり、口コミや SNS で船上ウェディングを目にしたという問い合わせも増え始めた。もともと観光クルーズとして高い評価を得ていた桜に特別な結婚式のイメージが加わる。それは乗客を増やす大きなチャンスにもなると、上層部の期待も高まっているらしい。そんなある日、俺は昼のピークを終えたばかりの厨房で山のように積まれた食器と格闘していた。洗い場の床にはところどころに水が飛び散り、滑らないように慎重に足を運ぶ。気温も湿度も高い厨房で少し作業しただけで額には汗がにじむ。それでも黙々とタオルで手を拭きながら次の皿を掴もうとしたとき、不意に大きな声が聞こえた。隼人いる？呼び捨てで名前を呼ぶその声の主はルナだった。厨房の入り口に立ち、こちらを見つけるなり慌てた様子で歩み寄ってくる。俺はちょうど手が離せない状態だったので、慌てて洗浄機から食器を取り出し、そっとシンクの脇に置いた。どうした？また何か問題でもあったのか？少し汗を拭き取りながら尋ねると、ルナは首を横に振って問題ではないと否定する。でも、その目は興奮気味に輝いている。まるで何かとんでもない大ニュースが舞い込んだかのようだ。問題じゃなくて、すごいチャンスが来たの。ビニール手袋を外してエプロンを直しながら、俺はチャンス？と問い返す。彼女の呼吸が速く、頬がほんのり赤いのは走ってきたからだけじゃないだろう。どこか嬉しさや興奮を抑えきれない様子が伝わってくる。さっき連絡があったの。うちの桜で挙式を検討してる超 VIP がいて、ぜひやりたいって言ってるらしい。ほら、うちの船でウェディングを挙げるってだけでも結構珍しいのに、相手はもう、とにかく大物って話。詳しくはまだ聞けてないけど、多分、今の船の評判とか、私たちのウェディングサービスが少しずつ話題になってるのが影響したんじゃないかなって。なるほど。ここ最近、桜で挙式を挙げたカップルたちから好評が広がり、口コミや SNS でも、船で結婚式をするなら、桜が一押しといった声が出始めているという。国内だけでなく、海外の旅行者にも情報が届く時代だ。噂が大物の耳に届いたとしても不思議ではない。それで、
その話がもし正式に決まったら、船側も全面的にサポートするって言ってる。なんせ、成功すればうちの評判は一気に上がるし、まさに願ってもないチャンスよ。俺は洗ったばかりの皿をラックに並べながら、そっと彼女を見やる。いつの間にか、ルナは仕事のやり方をガラリと変え、スタッフと一緒に現場を盛り上げる形を作り上げてきた。最初は空回りも多かったが、今の彼女なら、この大仕事をやり遂げるだけの信頼と実力を築きつつあるんじゃないだろうか。よかったな。こんなに早く大きな案件が来るなんて。大変だと思うけど、頑張れよ。うん、ありがとう。そう言い残して、ルナは颯爽と厨房を飛び出していく。後ろ姿を見送った後、俺はシンクに残る食器の山を見て、小さく苦笑した。翌週、超 VIP の正体が明らかになった。三上ホールディングスの御曹司、三上幸太郎氏から正式な依頼が入ったという。三上ホールディングスといえば、国内最大級の投資グループとして名を馳せる企業だ。御曹司である幸太郎は、若くしてビジネスの第一線に立ち、海外のセレブたちともパイプを持つやり手として有名。財力も人脈もまさに超一流だ。そんな人物がこの桜で船上ウェディングを挙げたいと熱望している。船内では嫌が王でも期待とざわめきが広がる。船のウェディングプランナーであるルナにとってはプレッシャーが計り知れないが、追い打ちをかけるように三上サイドがどうしても料理は藤原新シェフに任せたいと指名してきたという連絡が入ったという。藤原新、テレビ番組や雑誌で引っ張りだこの今や業界のスターとも言える売れっ子シェフだ。ホスト風の派手な外見やひょうひょうとした態度が目立つが、その腕前は確かなことで知られている。ただし、性格にはやや癖があり、傲慢とも取れる言動が問題になることもしばしば。まさか、藤原新を指名してくるなんてね。正直驚いたよ。私たちとしてはありがたい反面、船の設備とか、火器の規制とか、いろいろハードルがあるのに。ルナはタブレットを抱え、廊下で肩を落としながらそうつぶやく。確かに、業界のトップシェフを迎えるメリットは大きいが、同時に豪華客船の厨房という独特の制限とぶつかる可能性が高い。まして、藤原が一流レストラン並みの完璧な調理環境を望むなら、必ずトラブルが起きるだろう。実際、陸上の大型キッチンとは違って、船には独自の規制やスペースの限界がある。まあ、船のスタッフみんなで力を合わせるしかないよな。そう声をかけると、ルナは真剣な表情で小さく息をつく。正直、大きなプレッシャーだよ。だって、世界中のセレブが注目するかもしれない挙式になるんだから、藤原シェフが来るとなると、余計に話題性が増すわけで。でも、これをやり遂げれば、船上ウェディングの可能性をみんなに証明できると思うの。私ももう後がないからこそ、やれるところまで頑張るしかない。その瞳には不安を超えた強い意志が宿っていた。そして迎えた藤原の下見当日。昼過ぎから船に乗り込んだらしい彼は、早々に船長室やホールを一通り見回すと、どこか不満げな顔をして厨房へやってきた。俺はその時、ちょうど洗い物が一段落していたので、シンクを拭き上げている最中だったが、料理長やルナと並ぶ藤原の姿を目にして、思わず目を見張った。噂にたがわず、派手なスーツにきらびやかな腕時計が目につく。これが桜の厨房ね。思ったより狭いな。藤原は鼻で笑うように言い放つと、壁にかかった調理器具を手に取ることもなく、眺めるだけ。料理長が、私たちとしても、できる限りサポートしますので、と頭を下げても、その顔に浮かぶのは、こんな設備じゃ満足できないという苛立ちだった。俺の料理はね、完璧な温度管理と機材が揃ってないと再現できないんだよ。まあ、君が頼むなら考えてやってもいいけどさ。そうだよね、ルナさん。色目を使うように、ルナへ視線を送る藤原。その態度があまりに軽薄で、周囲のスタッフは明らかに眉を潜めている。だが、ルナは三上サイドの要望とあって、嫌な顔一つできずに頭を下げた。どうかお願いします、藤原さん。三上様があなたのフルコースをぜひ味わいたいとおっしゃってるんです。まあ、俺もビジネスとしては嫌いじゃないけど、
この船でできる範囲ってどの程度なのかな？あんまり期待してないけど、協力してあげなくもないよ。その言葉に、さすがの料理長や他のスタッフも、なんだあれはと、憤りを隠せない。けれど、ルナとしてはVIPの要望を叶えられるかどうかが、今回の要になる。ここで藤原を怒らせたり、突っぱねたりすれば、せっかくの大きなチャンスが水の泡だ。藤原はスーツの内ポケットから携帯を取り出し、誰かとやりとりしながら、また連絡するよ、と言い残して、控室へと引っ込んでいった。すみません。皆さんにまで気を使わせちゃって。私、控室へ行って、藤原さんをフォローしてきます。そう言って、スタッフや料理長に頭を下げ、彼女もまた、控室の方へ向かっていった。そんなタイミングで、料理長から、悪いが、藤原先生に飲み物を差し入れてくれ。と頼まれた俺は、冷たいドリンクと軽食をトレーに乗せて、控室へ向かう。別に俺じゃなくてもいいとは思うが、さっきまで厨房は火が入っていて、他のスタッフも手が離せない。俺も洗い物の合間くらいしか動けないが、頼まれた以上、渋々ではあるが引き受けることにした。控室の前へ着くと、扉の向こうから話し声が聞こえてくる。どうやら、藤原信がルナに何かを言っているらしいが、まともに会話が成立しているかは怪しい。ノックをすると、入れとだるそうな声が返ってきたので、恐る恐る扉を開けた。部屋の中は何とも気まずい空気が漂っていた。ルナはタブレットを胸に抱え、立ったまま一生懸命に説明を続けようとしているのだが、対面に座る藤原は一向に興味を示さない。ソファーに深く腰を沈め、スマホをいじりながら笑みを浮かべ、ニヤニヤとした視線を時折ルナへ向けるだけ。まるで仕事の話よりも、彼女自身にしか関心がないと言わんばかりだ。ああ、誰だよ。藤原が俺に気づき、あからさまに不快そうな目を向けた。入室した瞬間に空気が一層悪くなったように感じるのは、きっと気のせいじゃない。失礼します。お飲み物をお持ちしました。恐る恐る声をかけると、藤原の視線が俺の全身を舐め回すように動く。どこか嘲笑めいた笑みを浮かべながら、ソファーの背もたれにふんぞり返り、スマホを置いた。こんな下っ端を部屋に入れて大丈夫なの？俺が君と大事な話をしてるのに邪魔されたら困るんだけど。毒のある口調で言い放つ藤原の横顔には、どこか挑発的な笑みが張り付いていた。ルナが慌てて、藤原さん、こちらはスタッフの、と弁解しようとするが、彼はそれすら無視して、さらに俺を軽蔑するように見つめる。ねえ、ルナさん。俺君の話を聞きに来たのにさ、下っ端に構ってるほど暇じゃないんだよね。そこまで言われて、さすがに俺もカチンときた。しかし、ここで言い返しても何の得にもならない。ルナの立場を考えれば、下手に揉め事を起こすわけにはいかないのだ。俺はできる限り穏やかな声を保ち、失礼しました。では、テーブルに置いておきますので、ご自由にどうぞ。とだけ告げると、トレイをそっとサイドテーブルへ置いた。ルナが申し訳なさそうに視線を送ってくる。きっと、なるべく刺激しないよう努めているのだろう。俺はやるせない気持ちを飲み込みながら、そのまま控室を出た。結局、俺はそのまま控室を後にした。約30分ほど経った頃、藤原も船を降りて帰っていったという。後で顔を合わせたルナは、すっかり力が抜けたようにぐったりと、疲れた表情を浮かべていた。そして翌日、今度は厨房が大混乱に陥る。タブレットを抱えて慌ただしくやってきたルナが衝撃的な一言を告げたのだ。藤原から次々と新たな要望が押し寄せているという。今から厨房の設備を見直してほしいって藤原さんから言われたの。牡蠣の使用制限を外せないかとか、材料の保管方法を陸のレストラン並みにしてくれって。あとはこの日時に合わせて特殊な食材を取り寄せてほしいって要望もあるわ。特殊な食材？ここ海の上だぜ。簡単に準備できるものもあるけど、輸送ルートとか冷蔵庫の容量とか、いろいろ限界がある。そもそも牡蠣を自由に使えるわけもないし。料理長やシェフが頭を抱え、下働きのスタッフたちも戸惑いを隠せない。食品衛生の規定や船の安全基準を無視した要求ばかりが次々と押し寄せてくるからだ。誰もがこんなの無理だと声を漏らすが、ルナは一生懸命にメモを取って、私が交渉してみる、と頭を下げていた。俺が黙って様子を見守るしかないまま、
厨房はピリピリとした空気に包まれていく。未だかつてないレベルの要望に、スタッフたちは動揺を隠せないのだ。夕方、洗い場での作業が一段落した頃、廊下に出てみると、壁にもたれたルナが小さく肩を震わせているのを見つけた。背中に負った重圧が伝わってくるようだった。ルナ、大丈夫か？あまり無理するなよ。そっと声をかけると、彼女は泣きそうな顔でこちらを振り返った。瞳には涙がうっすらとたまり、今にもこぼれそうだ。どうしろっていうの？あんな無理難題、誰にもできるわけないのに。私は断ることもできない。だって、今回の挙式は、どうしても成功させなきゃいけないのよ。そのトロには、もはや苛立ちというより、追い詰められた絶望感が滲んでいた。俺は思わず、言葉を詰まらせる。確かに、客観的に見ても、藤原の要求は非現実的なものが多い。彼が船という環境を理解しているとは思えないし、そもそも協力的な姿勢も感じられない。これで本当にいいのか？ルナが理想としてたのは、こんなウェディングじゃないだろ。無茶を押し付けられて、それでも頭を下げ続けるなんて。俺が問いかけると、ルナは唇を噛みしめ、耐えきれない思いが溢れ出すように涙をこぼした。わかってる。こんなの理想とは程遠い。だけど、他に方法なんてないじゃない。どうすればいいのよ。最後の方はおえつ混じりで、言葉にならない声が漏れた。押し寄せる無理難題と、自身のプレッシャー、そして、夢の間で葛藤しているのが痛いほど伝わってくる。ごめん、責めるつもりはなかった。何か力になれることがあればやるから。だから、あんまり自分を追い詰めないでくれよ。そっとルナの肩に触れながら、俺はそれだけを伝えた。彼女は、拭いきれない涙をこぼしつつ、かすかにうなずく。まるで、かろうじて救いを求めるようだった。あれから数日、俺たち船のスタッフは、藤原が突きつけてくる無理難題の数々に何とか応えようと、毎日が戦場さながらだった。調理器具の見直し、材料の仕入れルートの再確認、火器の使用時間を確保するためのスケジュール調整。ルナは、一生懸命に板挟み状態を切り盛りしていた。どれほど難しい要請でも、彼女は、私が交渉してみます。と言って、他部署のスタッフや船の上層部に掛け合いを続ける。時には、相手の不満や怒りの矢面に立っても、自分が盾になって調整を試みる。その根底には、絶対に今回の挙式を成功させたいという強い気持ちがあるからだろう。ルナが船内の説明会やミーティングで見せた熱意に胸を打たれたスタッフは多く、みんなもどうにか協力しようとしている。俺もそのうちの一人だった。もっとも、その協力という言葉がどこまで通用するかは、日を追うごとに怪しくなっていった。藤原自身が極端に協調性に欠ける人間だというのが次第に明らかになったからだ。スタッフが困難を伝えても、彼は鼻で笑うか、耳を傾けようともしない。電話越しには、要望を満たせないなら、俺に頼む意味がない。と言い捨てられることもしばしば。まるで、俺様がやってるんだから感謝しろ。と言わんばかりの高慢な態度だ。そんな苛立ちが積み重なり、厨房の空気は日に日に重くなっていく。洗い場に立つ俺でさえ、みんなの張り詰めた表情は痛いほど伝わってきた。ルナも何度となく板挟みに苦しみながら、タブレットに書き込まれた藤原の要望を船側へ伝えては頭を下げる。その背中を見ていると、彼女がどれだけの重圧を抱えているかが分かった。俺が声をかけても弱々しく笑うだけで、大丈夫、なんとかするから。と繰り返すばかり。その瞳には疲労の色が濃く刻まれていた。しかし、すべての問題を抱えたまま、ついに結婚式当日がやってきてしまう。朝から客船さくらは特別モードだ。船内の装飾は花やリボンで華やかに彩られ、清掃姿の乗客が行き交っている。中には海外からのゲストらしい人々も混じっていた。彼らは一様に、船で挙式なんて素敵ね。どんな料理が出るのかしら。と期待を膨らませている。あちこちで笑い声が響き、晴れやかな雰囲気に包まれていた。だが、それらを支える裏方は全く笑っていられない。俺が早朝から厨房へ向かうと、すでに料理長やシェフ、下働きのスタッフが集結し、てんやわんやの大騒ぎになっていた。何もかもが秒刻みで動いている。エントランスでのウェルカムドリンクから始まり、前菜、スープ、魚料理、
そしてメインディッシュ。通常ならメインディッシュの担当シェフがしっかり現場を指揮して挑むところだが、肝心の藤原の姿がどこにも見当たらないのだ。藤原先生は朝の仕込みに立ち会うって言ってなかったのか？連絡がつかないんだよ。そもそも船の到着予定も聞いてないってさ。誰か知らないか？マジかよ。もう式が始まるまであと数時間だぞ。スタッフたちの間から動揺の声が上がる。誰もが嫌な予感を覚えているのがひしひしと伝わってきた。朝比奈さんはどうした？彼女なら連絡を取れるはずだろ。誰かがそう言った矢先、厨房の出入り口にルナの姿があった。見れば、その顔は真っ青で、手に持つスマホがわずかに震えている。いつもなら忙しくても、なんとか笑顔を作っていたが、今日ばかりは目に見えて取り乱していた。いないのね、やっぱり。背後に控えるスタッフたちが、その様子を見てざわめく。やがて、料理長がルナに向かって声をかける。朝比奈さん、どういうことだ？藤原先生は来ないのか？今、電話が繋がったんです。でも、言いよどむルナの視線が、俺と一瞬交差した。そこには取り繕いようのない絶望が浮かんでいる。誘いを断るなら、料理は作ってやらないって、電話越しに言われて、切られました。ざわめきが一瞬で凍りついたように静まる。スタッフたちは、誘いを断るならと、怪訝そうに顔を見合わせるが、事情を察しているのか、なんとなく口をつぐんでしまう。俺はルナの言葉の意味を噛み締めながら、ぐっと奥歯を噛んだ。そういえば、あの控え室でも藤原は、ルナに色目を使い、個人的な関係を迫るような言動をしていた。彼女が仕事と割り切り拒否し続けていたのを、奴は気に入らなかったのだろう。まさか、本当に来ないなんて思わなかったんです。彼だってプロのシェフだし、仕事はきちんとすると思ってたのに、私がもっと早く何か手を打っていれば、ごめんなさい。ルナは震える声でそう言うと、そのまま床に膝をついた。落ち着いて、朝比奈さん。まだ式までは時間がある。藤原先生の代わりを探すにしても。料理長が懸命に考えようとするが、この大事な日に代わりを探すなどというのはほぼ不可能だ。そもそも有名シェフでなくとも今から来てすぐにメニューの把握や仕込みを完璧にこなせる人間がいるわけがない。騒然とする厨房。あちこちから漏れるため息や苛立ちが混じり合い、もうアウトだと言わんばかりの空気が漂っていた。そんな重苦しい雰囲気の中、俺は意を決して言葉を吐き出す。俺が料理を作ります。このままじゃお客様が気の毒です。その一言で厨房全体が凍りついた。換気扇の低いうなりだけがやけに耳につく。誰もが息を飲んだまま、まるで思考が止まったように俺の顔をじっと見つめている。何言ってるんだ。お前は皿洗いだろ。誰かが叫ぶ。料理長も驚いたように目を丸くし、他のシェフたちも戸惑いを隠せずに声を上げた。落ち着けよ高宮。お前が作るってそんな簡単な話じゃないぞ。悪いけど、こんな重大な場で失敗されたら取り返しがつかないんだよ。素人に任せられるか。まるで嵐のように反対意見が飛び交う。もともと俺は裏方の一番下っ端としか見られていない。だから当然だろう。普段から目立った活躍をするわけでもなく、余計なことは言わない性分の俺が突如としてシェフの代わりをやるなんて言い出したら誰だって反対するに決まっている。それでも言わなきゃならないことがある。俺は大きく息を吸い込んでから意を決して口を開いた。実は昔、パリの三つ星レストランで料理長を務めていました。高宮は母の旧姓で、本名は神宮寺隼人です。一瞬、時が止まったかのように静まり返る。すると次の瞬間、スタッフたちがざわつき始めた。嘘だろ？お前が、天才と言われた最年少料理長、神宮寺隼人。まるで波紋が広がるように、ざわめきが厨房の隅々まで伝わっていく。俺、神宮寺隼人はかつて、パリの三つ星レストランで最年少料理長を任されるほどの実績を持っていた。まだ20代の半ばという若さで抜擢されたのには、それなりの理由がある。もともと、下積み時代から一日一日を惜しまず、猛勉強を重ね、厳しいシェフの下で伝統的な技術を吸収しながらも、自分なりの革新的なアイデアを取り入れていった。それがやがて、店の上層部の目に留まり、
経営不振に陥りかけた老舗を救うには若いエネルギーが必要だと判断されたのだ。実際、俺が提案した新しいコースメニューやイベント企画は評判を呼び、客足は急速に回復。そうして高まる評価を背に前代未聞の若さで料理長に抜擢されることになる。伝統ある老舗を見事に立て直し、業界の注目を一身に集めていたあの頃、メディアにも取り上げられ、自分でも怖いくらい順調に階段を駆け上がっていた時期があった。だが、その絶頂期にアレルギー混入事件が起きた。とある晩餐会に招待された政財界の重鎮が間違って混入していたアレルギー食材を口にしてしまったのだ。幸い、一命は取り留めたものの、料理長であった俺はその責任を取る形でレストランを追われた。表舞台から消えた後も、神宮寺隼人は危険な料理人だという噂だけが一人歩きし、本名を名乗れば即座にお払い箱になるのは目に見えていた。そして流れて、行き着いた先が、この豪華客船、桜だった。船の仕事なら、人目に触れず裏方に徹して生きていけるかもしれない。ただ、そんな打算がなかったと言えば嘘になる。それでも、料理に対する思いだけは捨てられず、名前を変え、高宮隼人として、皿洗いからやり直す道を選んだのだ。しかし今、運命の歯車がまた動き始めている。厨房中の視線が俺に突き刺さる中、黙っていては何も変わらないと知りながらも、胸は締め付けられるように痛む。過去は消せない。だけど、これ以上誰かの夢を崩したくはない。俺は意を決して、もう一度声を張り上げた。作らせてください。このまま手をこまねいていたら、挙式を楽しみにしている新郎新婦があまりに気の毒だ。ところが、その瞬間、横で鍋を拭いていた中堅の料理人が、バンとテーブルを叩いて立ち上がる。険しい表情で、まるで噛みつくような勢いだ。お前のせいでどれだけの人が被害を被ったか分かってんのか？神宮寺って知ってたら、こっちは最初から一緒に仕事なんかしなかった。業界に大迷惑かけた男が何を言いやがる。激しい憤りに、周りのスタッフも固唾を飲む。少し離れた場所では、確かにあの事件は、と同調する声まで聞こえてくる。俺はその視線をまともに受け止めながら、歯を食いしばる。過去の一件で、多くの人に不安や不信を与えたのは事実だ。しかし、俺が調理台へ向かおうと足を踏み出した瞬間、料理長が大きく腕を広げて立ちはだかった。勝手な真似は許さない。君だけの問題じゃないんだぞ、神宮寺。船全体の評判に関わる。万が一何かあれば、今度こそ取り返しのつかないことになるんだ。強い調子の言葉に一瞬足が止まる。けれども、このまま何もしなければ、新郎新婦の大切な一日が台無しになる。それだけは絶対に避けたい。そう思った時、奥から震える声が聞こえた。違うんです。あの事件は僕が原因なんです。驚いて振り返ると、若い見習いの料理人が震える手を握りしめながら顔を上げていた。当時、僕は新人で、VIP の要求に振り回されて、寝る間も惜しんで作業していて、うっかりアレルギー食材を使ってしまいました。神宮寺さんはそれを責めるどころか、料理長として自分の監督不行き届きだと全部の責任をかぶって店を辞めたんです。見習いは目に涙をためながら料理長や周囲のスタッフに懇願するように頭を下げる。自分からもお願いします。神宮寺さんにこの船のために料理を作らせてください。その言葉を受けて、先ほど激高していた中堅料理人も気まずそうに目をそらす。周りのスタッフたちが一瞬戸惑いながらも何も言わずに手を動かし始めた。まるでここで立ち止まっている場合じゃないと仕事に戻ることで気持ちを示すかのように、胸の奥に熱いものがこみ上げてきて思わず目頭が熱くなる。うまく言葉が出てこない俺の代わりに料理長が厳しい表情を保ったまま、しかし力強い声で口を開いた。このピンチを救えるのは君しかいないだろう。頼む、神宮寺。俺は深く息をついて、こみ上げる感情をこらえながらうなずく。もちろんです。必ず結果を出してみせます。すると、先ほど真実を打ち明けてくれた若い見習いが、恥じるように目を伏せたまま言う。すべてを押し付けてしまって、本当にすみませんでした。俺はそっと彼の肩に手を置き、わずかに笑みを浮かべた。いいんだ。もう気にするな。大切なのは
今の挙式を成功させることだろ。ありがとう。手を貸してくれて。見習いは涙をこぼしそうな瞳で何度も小さくうなずく。はい、やりましょう、みんなで。そうして、背筋を伸ばした彼と、それぞれの持ち場に戻ったスタッフたちが、黙々と動き出す。最高のウェディングにしようという強い意志が厨房全体を包み込み始めていた。それからの厨房は、まさに戦場だった。制限時間はすでにギリギリ。誰もが不安を抱えながらも、背筋を伸ばした見習いやスタッフたちが黙々と仕事に取り掛かる。メニューの構成から食材の下処理、ソースの仕込みまで、すべてを一気に進めるのだ。神宮寺、ソースの味チェックしてくれ。アミューズの盛り付けはもう完了だ。次は前菜に取り掛かる。飛び交う指示と鋭い鍋の音、香ばしく立ち上る湯気。いつもなら絶対に間に合わないと思える量の仕込みも、みんなが一丸となって手を動かせば進み方がまるで違った。俺自身も一品ずつ味を確認しながら微調整を指示していく。気づけば最後のメインディッシュを仕上げる段階にまでこぎつけていた。時間はほとんど残っていない。だが料理長が横で、さすがだな、と低くうなるように言い、スタッフたちも同調するように簡単の声を漏らす。みんなが力を合わせてくれたおかげです。ありがとうございます。俺はそう言いながらも、まだ手を止めずに最後のソースを仕上げていた。限界を超える集中で彩られた瞬間、フルコースが完成した。やった！誰かが思わず声を上げ、それを合図に厨房全体が歓声と拍手に包まれる。戦場のようだった空気が一気に熱気を帯び、互いに激励し合うスタッフの姿がそこかしこに見られた。少し離れた場所で見ていた料理長も深いため息とともに、よくやったぞ、と低くつぶやく。そんな喧騒の中で、ふと視線を感じて顔を上げると、そこにはタブレットを抱えたルナがいた。忙しく走り回っていたはずの彼女は今、かすかに潤んだ瞳をこちらに向けている。まるで言葉を失ったかのように、かすかに震える唇のまま、満面の笑みを浮かべていた。隼人、本当にありがとう。これでなんとか、挙式を台無しにせずに済むよ。声が震えていたのは、安心と達成感がいっぺんに押し寄せたからだろう。俺は汗を拭きながら、わずかに苦笑する。いや、礼を言いたいのはこっちの方だ。俺一人じゃどうにもならなかった。みんなが力を貸してくれたからこそ、間に合ったんだ。ルナはそっと、まぶたを閉じてから、私、会場に行ってくるね。と、タブレットを抱きしめ直し、慌ただしく厨房を後にした。そんな彼女の後ろ姿を見送りながら、スタッフたちが運び出した料理の行方を思う。きっと、今頃披露宴会場では、最高のひとときが始まっているはずだ。そう考えるだけで、胸に熱いものがこみ上げてきた。そして、その予感はすぐに的中する。運び出されたフルコースの評判は抜群で、あちこちから、こんなに繊細な味は初めて。まさか船のキッチンでここまでのクオリティが、と、驚きの声が上がり、新郎新婦も涙ぐみそうな笑顔を見せていると報告が入る。スタッフたちからは、歓声と安堵のため息が続々と巻き起こり、俺は心の底からほっと息を吐いた。結婚式が終わる頃、三上さんはわざわざ厨房まで足を運び、みんなに向かって大きく拍手をしてくれた。本当に素晴らしい料理だったよ。まさか藤原シェフ以外であれほどの味を出せる人がいるなんて驚きだ。いや、それ以上だったかもしれないね。そう言って、こちらに握手の手を差し出してくる。その視線は、尊敬と感謝に満ちていた。俺は思わず恐縮してしまうが、背筋を伸ばして、その手をしっかり握り返す。一方、結局現れなかった藤原は、式をすっぽかして、プライベートな理由でキャンセルしたことが公になるや否や、業界から大きな非難を浴びたらしい。仕事を放り出すなんて最低の振る舞いだ。どんな実力があっても信用できない。そうした声が止まらず、藤原の評判は業界内外でガタ落ちだという。さらに、追い打ちをかけるように、三上ホールディングスが藤原との契約を全面的に破棄した、との噂が広まり始めた。スポンサーや講演者も次々と手を引き、過去の横柄な態度や女性スタッフへのセクハラ行為まで次々と表沙汰になる。もともと問題視される言動が多かった分、一度失った信用は取り戻せないまま崩落の一途をたどっているらしい。それを聞いても、俺は特別な考えを持たなかった。むしろ今は、誰がどう失墜したかよりも、どれほど大勢がこの船のウェディングで笑顔になってくれたかが
何より大事だったから。実際、それを象徴するように、桜のウェディングはその後、一層の盛り上がりを見せた。先日の成功をきっかけに、口コミや SNS で話題が広まり、問い合わせが押し寄せることに。船内のスタッフたちも、せっかくならもっと完璧にサポートしたいと、連携を深めながら、忙しくも充実した毎日を送っている。そんな折、三上ホールディングスから新たな取引の相談が舞い込んだ。ぜひ、我が社が抱えていたプロジェクトをすべてあなたに任せたいという話だった。藤原が担当するはずだった案件を丸ごと引き受けてほしいらしい。いわば彼の代わりとして船だけでなく陸上の店舗やパーティーなども含め包括的に業務を任せたいという大規模なオファーだ。俺なんかで大丈夫なんでしょうか。話を持ちかけてきた三上さんに尋ねると、向こうはむしろ驚いたように微笑む。いやいや、あの式での料理を食べたら誰だってあなたに頼みたくなる。実力のみならず周囲を巻き込みながら仕事を進める姿勢も含めてぜひうちで発揮してもらいたいんだ。想像以上の評価に俺の方が思わず押され気味になっていると、三上さんは穏やかな笑みをたたえたままはっきりと言った。人脈も看板ももうすべて揃っています。あとはあなたが逃げない決断をしてくれるだけだ。思わず唇を噛みしめる。かつてアレルギー混入事件で背を向けてしまったこの世界で、今度こそ自分を貫けるのか。自問自答を続ける俺の背中を押してくれたのは、他でもない船の仲間たちだった。今さら何を悩むんだ？そうだ、頼まれたってことはそれだけ認められたんだ。お前はもううちの自慢のシェフだろ。口々にそう背中を押してくれる彼らに応えたい。再び料理に打ち込む覚悟を決めたとき、胸の奥でくすぶっていた不安がスッと消えていくのを感じる。こうして俺が築いてきたレシピや提案は船だけにとどまらず、陸の施設や企業パーティーなどにも展開されるようになった。三上さんのネットワークを生かした大きなプロジェクトは忙しさも段違いだが、その分だけ期待と刺激も大きかった。そして日々、ウェディングプランを仕切るルナは相変わらず忙しそうだ。船全体を走り回っては各部署に指示を出し、また新たな演出を考え続けている。それでも、その瞳には迷いのない光が宿っていた。俺の姿を見かけると、少しだけ息をついて微笑んでから、こう言うんだ。こんなに挙式の依頼が増えるなんて思わなかったよ。でも、嬉しい悲鳴ってやつかな。いつかね、私もここで、好きな人と式を挙げたいの。ルナはそう言って、タブレットを脇に抱えたまま、俺の方へ顔を向ける。船内の照明がほんのりと、彼女の横顔を照らしていて、その瞳は真剣なきらめきを帯びていた。いつも仕事のことで頭がいっぱいのルナが、こんな率直な言葉を口にするなんて珍しい。それ、いいな。きっと最高の結婚式になると思う。できるだけ自然に返事をしたつもりだったけど、うっすらと胸が高鳴るのを自覚していた。曖昧な笑みを浮かべる俺を見て、ルナは小さく息をつき、そっと手を伸ばしてくる。指先が触れ合った瞬間、まるで小さな電流が走ったような感覚が広がった。でしょ？船の上で大好きな人と新しい人生の一歩を踏み出せるなんて、すごく素敵だと思わない？うん、そうだな。きっと、最高の式になる。それだけが精一杯の返事。握りしめた手のひらのぬくもりが、なぜか胸を熱くする。ルナは満足そうに微笑んでから、小走りでまたどこかへ向かっていく。後に残るのは、かすかな香りと、手に残った確かな温度。俺はしばらく動けずに、その余韻を噛みしめていた。俺たちの新しい物語は、まだ始まったばかりだ。この船でもっと多くの人を笑顔にするために、いつかは自分たちの夢だってきっと叶えてみせる。そのためにまだまだ学び続けよう。オレンジ色の光を受けながら、俺はそう心に誓った。違います。これは彼のせいよ。私一生懸命やったのに。なのに彼は何も教えてくれなかった。海外の経験を自慢するくせに、本当に役立つアドバイスは何一つ。涙ながらに訴える社長令嬢の声が、会議室の空気を一瞬にして凍りつかせた。座り込むようにうなだれる社員たち。土器を含んだまま、黙り込む上司。
そして俺は、その責める言葉を一心に浴びながら、静かに目を伏せるしかなかった。事の発端は数日前、教育係として俺が指摘した問題点を彼女が押し切って提出。結果、クライアントからの大クレーム。せっかく海外で7年間一生懸命に積み上げてきた経験を生かそうとしていたのに。君はクビだ。社長の冷え切った声が俺の胸をえぐり取る。懸命に守ってきたプライドもキャリアも、まるで砂上の楼閣のように音を立てて崩れていく。それでも、この転落は終わりではなかった。むしろ、新たな物語の始まりだと、後になって思い知ることになる。退職後、行くあてもなく街をさまよっていた俺を見つけてくれたのは、高校時代の同級生。何があったかは詳しく聞かない。うちに来てくれない？一緒に大きくしよう。この出会いが契機となり、俺の人生も、そしてあの会社でくすぶる問題の数々も、想像を超えた激流へと飲み込まれていく。いやおうなく動き出す大きな歯車が、一体どんな結末をもたらすのか。それは、まだ誰も知らない。久しぶりの本社ビル。7年前とすっかり変わってしまった外観に気遅れしながら、俺、大河内相馬は、深く息を吸い込んだ。ロサンゼルスで過ごした7年間は、俺の人生を大きく変えた。そしてこの場所も、俺がいた頃と変わっていた。エントランスをくぐると、新しい警備員が戸惑い気味に俺を見つめた。大河内と申しますが。ああ、本日付で異動の方ですね。こちらにサインを。ID カードを受け取りながら、ふと会社のロゴが目に入った。感動ピクチャーズの文字が朝日に照らされて輝いている。感動ピクチャーズは映画や CM の映像制作で国内トップクラスの実績を誇る老舗会社だ。特に色彩表現には定評があり、数々の賞を受賞してきた。創業40年の歴史は日本の映像業界の歴史そのものとも言えた。エレベーターに乗り込むと背中に聞き覚えのある声が突き刺さった。へえ、誰かと思ったら大河内じゃねえか。ずいぶん懐かしい顔だな。振り向くと、そこには江端徹の姿があった。一緒に入社して以来、表向きはライバルだったが、正直言えば馬が合わない相手だった。江端、久しぶり。まあな、お前、ロサンゼルスに飛ばされてたろ。もうとっくにお払い箱だと思ってたが、よく戻ってきたな。嫌味たっぷりの笑みを浮かべながら、江端は舌打ち混じりに続ける。で、今日から5階のクリエイティブルームに配属だって？あそこ、若いのが増えて随分雰囲気変わったぜ。お前みたいなお古が入る隙があるのかね。そうなのか。俺が曖昧に返すと、江端はニヤッと笑い声を立てた。まあ、俺には関係ないけどな。ところで、お前がいない間に大きく変わったぜ。社長の娘が入社してきたんだよ。如月社長の娘さんが。そうそう。レナさんって言うんだけどよ。これがまた美人でな。それもスタイル抜群。できるもんなら、俺が口説いて、社長の椅子に近づいてやろうかと思ってるんだわ。あの子と結婚したら自動的に後継者だろ。こんな楽な出世プラン他にねえよな。あからさまな野心を隠そうともせず、江端は鼻で笑う。エレベーターが5階で止まり、扉がスライドして開いた。降り際、江端が振り返りながら吐き捨てる。まあ、お前が戻ってきても俺の邪魔はできねえよ。会社のトップに立つのはこの俺様だからな。江端は威圧感たっぷりにそう言うと、大股で先にフロアへと消えていった。薄暗いエレベーターホールを出て気持ちを切り替えようとした矢先、スマートなスーツ姿の秘書が静かに近づいてきた。彼女は淡々とした表情で口を開く。大河内さんですね。本日付で本社に復帰されたと伺っています。社長がすぐにお会いしたいとのことです。今よろしいでしょうか。俺がうなずくと、秘書は俺を社長室へ案内した。社長室の扉を叩く音が妙に緊張感を帯びて響く。どうぞ。扉の向こうには7年前より少し白髪とシワの増えた如月社長の姿があった。お久しぶりです、社長。ああ、大河内くんか。よく戻ってきてくれた。社長の声は温かだったが、どこか以前とは違う威厳が感じられた。ふと、社長の横に見知らぬ女性が立っていることに気づいた。凛とした佇まいで、年の頃は20代半ばといったところか。こちらは、私の娘のレナだ。最近うちの会社に入社してね。
俺の視線に気づいたのか、社長が紹介してくれる。江端が言っていた社長令嬢か。確かに社長によく似ている。同じ切れ長の目元に、すらりとした鼻筋。ただし、その眼差しには、社長にない鋭さがあった。如月玲奈です。彼女の挨拶はそっけなく、視線は俺を値踏みするように、上から下まで舐めるように見つめていた。実は大河内くん、君に頼みたいことがあってね。社長の言葉に、俺は静かにうなずいた。レナの教育係を任せたいんだ。教育係ですか？思わず声が漏れる。横目でレナさんの反応を伺うと、彼女は明らかに不満そうな表情を浮かべていた。レナさんは俺を一別すると少し声を落とした。父さん、私にそんなの必要ないわ。だって私、ずっと自分の力だけで結果を出してきたし、ちゃんと認められてるもの。なのに、わざわざこんな地味でパッとしない人の教育係なんて押し付けられても困るわ。私はもっとセンスのある、クリエイティブな人と仕事がしたいの。こんな人から一体何を学べっていうの？レナ、大河内くんは確かな実力の持ち主だ。海外でも実績を重ねてきた。見た目だけで判断するのは良くない。まあ、様子を見てやってくれないか。社長の声はどこか甘さがにじみ出ていた。俺はレナさんに向き直った。レナさん、僕にできることは精一杯させていただきます。教えるというより、一緒に学ばせていただければと思います。よろしくお願いします。俺が深々と頭を下げると、レナさんは勝手にしてと言わんばかりに背を向けた。そして、社長室を後にするので、慌ててついていく。レナさん。声をかけると、レナさんは歩みを止めた。振り向くことなく、低い声だけが返ってくる。今日からあなたの席は、私の隣です。くれぐれも、私の足を引っ張らないでよ。そう言い残すと、彼女はヒールの音を響かせながら、さっさとプロジェクトルームの奥へ消えていった。少しでも反論しようかと思ったが、今の彼女に何を言っても、聞き入れてはくれなさそうだ。気を取り直してオフィスを見回していると、いきなり背後から声をかけられる。おい、大河内、聞いたぞ。レナさんの教育係になったんだってな。なんでお前なんだよ。江端は椅子に深く腰掛けたまま、俺を睨んでいる。その目には明らかな敵意が浮かんでいた。さっき俺を案内してくれた時とは全然違うその態度に、俺は驚きながらも落ち着いて答えた。たまたまそうなっただけだよ。俺だって驚いているんだから。嘘つくなよ。どうせ海外でコネでも作ってきたんだろ。そうやって偉そうな顔して。欧米かぶれなだけでまともな実力もないくせに。レナさんの教育係なんておこがましいにも程があるんじゃないのか。江端の吐き捨てるような言葉に周囲の数人が振り向いた。しかし、すぐに目をそらす。荷物を整理しながら、俺は自分を落ち着かせるように深いため息をついた。本社に帰ってきたばかりだというのに、すでに波乱の予感が漂っていた。教育係となって1週間が経ったものの、レナさんの態度は一向に和らぐ気配がなかった。むしろ日が経つにつれ、その生意気さが際立ってきているように感じる。ちょっとしたアドバイスをしようと声をかけても、彼女はまず不機嫌そうに顔をしかめる。それ、私の作品にケチつけてるってこと？そんな言い方をされると、こっちも言葉を濁さざるを得ない。一方で、彼女は自分が手掛ける映像やデザインを一通り仕上げると、こちらの反応を待つわけでもなく、勝手に納品準備に取り掛かってしまう。ここを、もう少し光のニュアンスを調整した方が、遠慮がちに言いかけると、彼女はあからさまに不愉快そうなため息をついた。そういう理屈っぽいのいらないのよ。私の感覚を信じてくれる？どのみち、あなたがとやかく言ったところで、最終的に OK を出すのは私。教育係だからって威張りすぎないでちょうだい。こちらが提案しても、一別して、でと、冷たくあしらうのが常だ。しかも、彼女は納品に向けての打ち合わせで、他部署の人間とも絡むが、その時だけは妙に愛想よく振る舞うから、始末が悪い。俺が口を開けば、すぐにあなたは黙ってて、と遮られてしまうのだ。本来ならば、教育係として彼女が技術的に困っているところをフォローし、成長を促すのが役目なのだが、レナさんはまるで自分一人で大丈夫と言わんばかりに振る舞う。
私に教えられることなんて何もないでしょ。そう言い放つ彼女を目の前にして、俺はどうにもやりきれない気持ちを抱え込むばかりだった。ちょうどそのタイミングで、彼女に初めての大きな案件が舞い込んできた。大手化粧品メーカーの新商品 CM の色補正作業だ。高級ラインのスキンケアということで、全体的にナチュラルで上品なトーンが求められている。ターゲットは30代後半から40代の女性。透明感のある艶やかな肌をアピールするため、特に光の表現にこだわりたいとオーダーされていた。ねえ、これもう完成だと思うんだけど。作業を始めて3時間ほど経った頃、レナさんが声をかけてきた。彼女の画面にはモデルが使用している商品のクローズアップシーンが映し出されている。俺はレナさんの画面を覗き込んだ。確かに一見すると申し分のない仕上がりに見える。しかし、少し気になる点が、このシーンの色補正なんですが、もう少し調整が必要かと。どこが？私には十分綺麗に見えるけど。レナさんの声には明らかな苛立ちが混じっていた。確かに今のモニター環境では綺麗に見えます。ですが、実際の放映環境って様々なんです。テレビの種類も視聴する部屋の明るさも違う。このままだと、環境によってはブランドイメージとずれてしまう可能性が。はぁ？レーナさんは露骨に面倒くさそうな表情を浮かべた。もう期限まで2時間しかないのよ。あなたの意見を待っていたら間に合わないわ。でも、ここは慎重に判断した方がいいと思います。いいんです。私の判断に任せてください。そう言うと、レナさんは素早くマウスを操作し、データを出力し始めた。ちょっと。何をそんなに心配してるの？父だって私の感性を信じているって言ってくれてるの。余計な心配はいらないから黙っててくれる？画面には出力完了の文字が浮かんでいた。レナさんはすぐさまメールを作成し、クライアントへとデータを送信した。これで終わり。簡単でしょ？レナさんは得意げな表情を浮かべる。エバタが遠巻きにニヤニヤしながらこちらを見ている気配がした。俺は不安を隠しながら静かに席に戻った。数日後、企画部長からの緊急の呼び出しを受けて会議室に入ると、すでにそこには重苦しい空気が漂っていた。スクリーンにはレナさんが納品した映像が映し出されている。企画部長が疲れた表情で切り出した。レナさんが担当した CM の件です。昨日の夜、クライアントからクレームの電話が来ました。液晶テレビでは確かに綺麗に見えます。ですが、有機 EL テレビで見ると、部長がリモコンを操作すると、別のモニターに同じ映像が映し出された。なんてことだ。俺の喉から思わず言葉が漏れる。スキンケア商品を手に取るモデルの手の表面が不自然な青みを帯びて映し出されているのだ。高級化粧品の CM で肌の色がこんな風に歪んでしまうなんて。これだけではありません。一般家庭用のテレビで視聴すると、商品ボトルの輝きとして設定した部分がまるでボトルに傷があるように見えるそうです。ブランドイメージが著しく損なわれると先方は激怒しています。企画部長は続ける。その時、会議室のドアが開き、如月社長が入ってきた。表情は普段の穏やかさを完全に失っている。社長の視線が俺に向けられた。大河内くん、君はレナの教育係としてこの映像のチェックはしたのか？はい、色補正の調整が必要だとアドバイスはしたのですが。しかしレナは聞き入れなかった？そうです。社長は深いため息をついた。そして企画部長に向かって言う。レナを呼んでくれ。数分後、レナさんが会議室に入ってきた。映像の不備を説明されるなり、彼女の顔から血の気が引いていく。しかし、次の瞬間、彼女は俺を指さした。違います。これは大河内さんの責任です。レナさんの声が会議室に響き渡る。だって、私が相談しても、具体的なアドバイスはくれませんでした。それに、私の提案を否定ばかりするんです。調整が必要ですっていうだけで、どう直せばいいのかまで教えてくれなかったんです。それは違いますって言うばっかりで、建設的な意見は一つもなくって。レナさんの目には涙が浮かんでいた。その時、失礼しますと言って、会議室にエバタが入ってきた。突然すみません。事情を聞いていても立ってもいられず、私も気になっていたんです。大河内くんはレナさんの指導を全然していませんでした。私の席から見ても、ほとんど会話もない。手取り足取り教えるどころか、
自分の作業に没頭してるだけでした。そうでしたよね、皆さん。エバタは会議室を見回した。社員たちは戸惑っている様子を見せる。するとレナさんがすすり泣きながら訴え始めた。私一生懸命やったのに、なのに大河内さんは何も教えてくれなかった。海外の経験を自慢するくせに、本当に役立つアドバイスは何一つ。俺は言葉を失っていた。確かにもっと強く意見すべきだったのかもしれない。でも、大河内くん、君にはがっかりだ。社長の声は冷たく響いた。レナは幼い頃から誰よりも映像に情熱を注いできた。センスも努力も誰にも負けない。そんな彼女に問題があるわけがない。君は海外でのキャリアを鼻にかけて真摯に向き合おうとしなかったんだろう。社長の声が徐々に上がっていく。そんなことは、もういい。この責任は君に取ってもらう。君との契約は本日で終了とする。ちょっと待ってください。私にも言い分が。俺は一生懸命に食い下がった。が、社長は憤りを含んだ目を俺に向ける。何を言い訳する気だ？娘を傷つけておいて、まだ何か言うつもりか？その言葉に会議室が静まり返る。わかりました。俺はゆっくりと立ち上がった。これ以上抵抗しても無駄だということが分かったのだ。お世話になりました。深々と頭を下げる。視界の端でエバタがほくそ笑むのが見えた。会議室を出るとき、レナさんと目が合う。彼女はすぐに目をそらしてしまった。俺は自分の席に戻り、静かに片付けを始めた。10年前、希望に胸を膨らませてこの会社に入社した日のことを思い出す。そして、海外で一生懸命に学んだ日々。それらすべてがこんな形で終わるなんて。がらんとしたオフィスに一人佇む。外はまだ明るかったが、俺の心は暗く沈んでいた。会社を追われるような形で退職してから3日が経っていた。街の雑踏の中、俺は行くあてもなく、ふらふらと歩いていた。行き交う人々の視線が気になったが、もうどうでもよかった。こんなはずじゃなかったのに。つぶやきながら、コンビニの店頭ガラスに映る自分の姿に、ふと立ち止まった。10年間一生懸命積み上げてきたものが、まるで砂の城のように崩れ去ってしまったのが、はっきり映っている。ロサンゼルスに戻ることも考えたが、現実的ではない。かといって、この業界で転職するのも難しいだろう。実際、知り合いに連絡を取ってはみたのだが、如月社長が俺のことを足ざまに評しているのが耳に入っているらしく、どこも雇ってくれない。もう、どうすれば。雑踏の中で立ち止まり、どこかに消えてしまいたいと思った。その時だった。相馬じゃない？突然、明るい声が響いた。振り向くと、そこには高校時代の同級生、相沢由衣が立っていた。由衣は華やかなスーツ姿で、艶やかな黒髪を風に揺らしている。昔から美人だったが、今はさらに大人の魅力が増していた。由衣は満面の笑みを浮かべながら駆け寄ってきた。本当に相馬だ。すごい偶然。でも、あれ？海外にいたんじゃないの？一体どうしたの？その屈託のない笑顔に、これまで一生懸命に抑えていた感情が少しずつほぐれていく。それが、実は会社をクビになって。俺は苦笑いを浮かべた。すると、ユイの表情が一変する。ちょっと、それは大変じゃない。彼女は俺の顔をじっと見つめた。私、時間あるけど、お茶でもしない？その優しい声に、思わず目頭が熱くなる。いや、そんな、迷惑かけられないよ。何言ってるの？高校の時、相馬にはすっごくお世話になったじゃない？今度は私の番よ。ユイは俺の腕を軽く叩いた。それから彼女は近くのカフェを指さす。ね、とりあえず座ってゆっくり話そう。その微笑みにはどこか懐かしい温かさがあった。まるで高校時代に戻ったような気持ちになる。ありがとう。俺の声はかすかに震えていた。カフェに入り、コーヒーを飲みながら俺はユイに事情を説明した。一通り話を聞いたユイは目を伏せる。そんなことが。でも相馬って7年間ロサンゼルスでやってきたんだよね。そこまでの経験を持つ人を。まあ、結局実力不足ってことなんだろうな。俺はカップを手にくるくるとかき混ぜながら自重気味に笑う。ふと見上げると、ユイが真剣な眼差しで俺を見つめていた。実は私も映像の仕事をしているの。
4年前に立ち上げた会社なんだけど、ゆいはスマートフォンを取り出し、会社のウェブサイトを見せてくれた。桜クリエイティブっていうの。ウェブ CM やショートフィルムを中心に新しい表現に挑戦し続けているわ。小さな会社で若手しかいないけど、みんな情熱を持って頑張ってるの。ゆいの声には誇りがにじんでいた。それで今ね、大きなプロジェクトを進めてるんだけど、ちょっと行き詰まってて。どんな案件？自動車メーカーのブランド映像。若手の感性を評価してもらって獲得した案件なんだけど、カラーグレーディングの部分で、なかなか、クライアントの求めるトーンが出せなくて。ゆいは少し言葉を詰まらせる。色の仕上げか。思わず、専門家として興味が湧いてくる。するとゆいが突然、明るい表情になった。ねえ、ちょうどいいから見てくれない？いや、でも。オフィスまで歩いて10分くらいなの。ほら、このまま帰るよりも気が紛れるでしょ？その瞳には、高校時代と変わらない無邪気な輝きがあった。わかった。俺は小さくうなずいた。少なくとも、今の自分には失うものなど何もない。じゃあ行こっか。ゆいが嬉しそうに立ち上がる。その笑顔に、俺の心の中の暗い影が少しずつ晴れていくのを感じていた。桜クリエイティブのオフィスは古いビルを改装した開放的な空間だった。壁一面の窓からは柔らかな午後の日差しが差し込み、若いクリエイターたちが自由な雰囲気の中で作業をしている。みんな、ちょっと集まって。ゆいの声に数人のスタッフが好奇心あふれる表情でモニターの前に集まってきた。今日は特別にすごい人に来てもらえることになったの。大河内相馬くんって言って、ロサンゼルスで7年働いてきた人なのよ。その説明に社員たちがざわめいた。俺は少し気恥ずかしくなって視線をそらす。早速俺はゆいが困っているという映像を見せてもらった。若手社員が操作する画面には、高級車が夕暮れの海岸線を走り抜けるシーンが映し出されていた。確かに美しい映像なのだが、どこか物足りない。ここの部分が特に苦手で。俺は黙って映像を見つめる。夕日に照らされたボディの輝き、空と海の境界線、砂浜に落ちる車の影。7年間で培った経験が自然と頭の中でシミュレーションを始めていた。少し触らせてもらってもいいですか？緊張気味に座っていた若手社員が慌てて席を外してくれる。マウスに手を伸ばし、まずは全体の色温度を微調整。夕暮れ特有の温かみのある光を強調しながら、車体の質感は冷たさを残す。ここで、俺は画面を区分けし、空と海の境界線付近にだけマスクをかける。グラデーションを綿密に作り込んでいく。そして、車のボディに映る景色の反射を抽出し、わずかに彩度を上げる。ほんの少し。でも、そのほんの少しが決定的な違いを生む。最後に全体の階調を整え、バランスを整えていく。作業時間はわずか10分ほど。これでどうでしょう。再生ボタンを押すと、うわ！すごい！何これ？周囲から驚きの声が漏れる。先ほどまでどこか平板だった映像が、まるで息を吹き込まれたように生き生きとしていた。夕日に照らされた車体が官能的に輝き、海と空が織りなすグラデーションが見る者の心を癒す。そして砂浜に落ちる影がより一層ドラマチックな演出を加えていた。嘘！たった10分でこれさっきのと同じ映像なの？誰かが信じられないという口調でつぶやく。ほんの少しの調整です。元々の映像が素晴らしかったので、俺は控えめに答えた。ゆいが息を飲んだような声で俺を見つめていた。その目には何か強い決意のようなものが浮かんでいる。これが私の求めてた色。ずっとここまでの表現を目指してたの。彼女は一度深く息を吸い、言葉を続けた。ソーマ、私はあなたのセンスを信じてる。だから、うちに来てくれない？一緒に桜クリエイティブを大きくしよう。その言葉に胸が熱くなった。たった数時間前まで真っ暗な気持ちで街をさまよっていた。もう二度と自分の技術を生かす場所はないんじゃないかと。なのに今、目の前には思いがけない光が差している。それも高校時代の同級生から。周りの社員たちも期待に満ちた表情で俺を見ている。若い彼らの眼差しには純粋な憧れのような表情が浮かんでいた。俺で
本当にいいの？もちろん。即答するゆいに思わず笑みがこぼれる。わかった。こちらこそよろしくお願いします。深々と頭を下げると、ゆいは弾むような声を上げた。よかった。これからよろしくね、相馬。周りから自然と拍手が湧き起こる。その音が新しい始まりを告げているようだった。桜クリエイティブでの新生活が始まって1ヶ月が経とうとしていた。桜クリエイティブはたった15人ほどの小さな会社だ。けれど、その分だけメンバー全員の個性が際立っている。大河内さん、これってどうですか？若手社員が商業施設のウェブムービーの色調整画面を見せてきた。いい感じだけど、もう一工夫できそうだな。俺は彼の隣に腰を下ろし、ゆっくりと説明を始める。この部分、光の当たり方が不自然に見えるでしょ。実は、光には必ず3つの要素があるんだ。色温度、強さ、そして方向性。ここの照明は温かみのある光なのに、商品が冷たい印象になってしまっている。環境によっては違和感が出てくる可能性が高い。一つ一つの作業を理論的な裏付けとともに解説していく。若手社員は目を輝かせながらメモを取っている。わあ、全然違う。調整を終えた映像に若手社員が簡単の声を上げた。館内の照明が織りなす陰影がより自然な形で画面に溶け込んでいる。こういうのをハリウッドでよくやるんだよ。そう言いながらふと気づく。いつの間にか自分の経験を話すことにためらいがなくなっていた。大河内さん。今度は映像編集チームのリーダーが声をかけてくる。新しいアパレルブランドの CM で色味の方向性に悩んでいるという。これ、若い女性向けに清潔感を出したいんですけど。なるほど。モニターに映る映像を見つめながら俺は口を開く。この商品のターゲット層って確か20代後半？だったらサイドは抑えめにして、その分色温度で表現するといいかも。こんな感じ。俺は素早くマウスを動かし、色調整のパラメーターを操作する。まず、全体のサイドを3割ほど落とし、代わりに光の温度を微調整。画面の中で商品のパッケージが柔らかな輝きを帯び始める。さらに、背景の階調を整えていくと、洗練された大人の雰囲気が徐々に浮かび上がってきた。作業を見守るリーダーの目が徐々に大きくなっていく。すごい。たった数秒で雰囲気が全然変わりました。どうしてこの調整でこんなに印象が変わるんですか？ターゲット層の生活環境を想像してみるんです。20代後半の女性がこの商品を手に取る時間帯や場所、光の環境を想像してみてください。仕事帰りの夜、コンビニの蛍光灯の下かもしれないし、自宅の LED 照明の下かもしれない。そういう様々な環境下でも商品の魅力が正しく伝わるように色を設計していくんです。なるほど。他にもこういう年齢層に効果的な色の使い方ってあるんですか？リーダーは熱心にメモを取りながら次々と質問を飛ばしてくる。照明の当て方、質感の表現方法、色相の選び方。彼女のようにこの社内の誰もが知識を吸収しようという強い意欲を持っている。質問も遠慮がない。それはユイが作り上げてきた自由な社風のおかげだろう。そして一日の終わり、ミーティングルームでは活発な意見交換が行われていた。この赤はもう少し。いやーでもストーリー的には。俺は黙って若手たちの議論に耳を傾ける。彼らの意見には時として専門家である俺も気づかなかった視点が含まれている。こうやって聞いているだけでもとても勉強になった。そんな日々を重ねるうちに会社の作品は確実に変化を遂げていった。ウェブ CM の再生回数は着実に伸び、クライアントからの評価も上がっている。SNS では桜クリエイティブの映像は色が違う。見ていて心地よいといったコメントが増え始め、業界内でも新しい色彩表現として注目を集めるようになっていた。特に若手クリエイターたちの間では、俺たちの作品のカラーパレットを研究しようという動きも出てきたという。相馬のおかげね。ある仕事終わりの夕方、ユイがコーヒーを差し出しながらそう言った。いや、みんなが頑張ってるから。でも、あなたが来てからスタッフの目の輝きが変わったの。私にはわかるよ。窓の外では夕日が沈もうとしていた。その光はオフィスを優しく包み込んでいた。ねえ、覚えてる？高校1年生の時の美術展のこと。ユイが窓際に立ったまま
懐かしそうに言った。その言葉に10年以上前の記憶が蘇ってくる。俺とゆいは同じ美術部に所属していたのだ。私ね、あの時本当は出品を諦めるつもりだったの。先輩にこんな絵じゃダメだ、センスがないって言われて。ゆいの声が少し震える。夕日に照らされた横顔が一瞬、高校生の頃の彼女と重なって見えた。でも相馬が、俺には光の使い方が素晴らしく見えるって言ってくれた。俺は、ゆいが描いた絵を思い出していた。あの時のゆいの絵は確かに独特だった。誰もが明るく描く運動場の風景を、彼女は夕暮れ時に設定していた。部活帰りの生徒たちの影が長く伸び、校舎の窓に映る夕日が印象的な作品だった。相馬は細かく説明してくれたよね。光と影のバランスとか、逆光の効果とか。まあ、当時から色にはうるさかったから。違うの。ゆいが俺の方を向いた。その目には涙が光っていた。あなたは私の視点を認めてくれた。誰も評価してくれなかった私の表現を、価値があるって。彼女は少し言葉を詰まらせる。あの後、私迷わず美術展に出した。それがまさか、県展で入賞するなんて思ってもみなかったけど。すごく良かったからね、あの作品。あの時の経験が私の原点になったの。誰かの表現を正しく評価できる場所を作りたいって。それが桜クリエイティブを立ち上げたきっかけ。夕日が俺たちの影をオフィスの床に長く伸ばしていく。ゆいの口が小さく弧を描いた。相馬って変わってないよね。ゆいがまるで昔の話をするように微笑みながらそう言った。その言葉に一瞬戸惑いを覚える。どういうこと？俺が問い返すと、ゆいはふわりと笑みを深めた。今だってスタッフのいいところを見つけて優しく伸ばしてあげてるじゃない。それって高校の頃からそうだったよね。私覚えてるよ。あの時も美術部のみんなにアドバイスしてくれて、絵の良さを肯定してくれた。ゆいの言葉は素直に嬉しかったが、同時に心のどこかに暗い影が差すのを感じる。思わず目を伏せながら、俺は胸の奥のわだかまりを噛み締めた。でも俺、教育係としては失敗してるよ。感動ピクチャーズで指導する立場だったのに何一つうまくいかなかった。むしろ嫌われて、それで会社を追い出されるような形になって。あの時の悔しさや無力感がまだくすぶっている。何度ももっとこうすればよかったと自分を責めた。しかし今でも本当にどうすれば正解だったのかわからないままだ。相馬。ゆいは心配そうに俺の手をそっと握った。温かい手のひらの感触が暗い記憶を少しだけ和らげてくれる。人にはそれぞれタイミングがあるし、話を聞く準備ができてるかどうかもバラバラだよ。レナさんだって、その時はまだ自分の殻に閉じこもってたんじゃないかな。あなたが本気で相手を思っても、受け止める側にもいろいろ事情があるし。優しい声でそう諭してくれるゆいに、俺は気まずそうに笑いながらうなずく。彼女の言う通り、相手が受け入れる準備ができていなければ、どんな正論やアドバイスも空回りしてしまう。大丈夫。あなたの優しさは必ず誰かの力になるよ。私が保証する。その笑顔に胸の奥のわだかまりがほんの少しほどけていくような気がした。桜クリエイティブで働き始めてから半年が経った頃、俺たちはグローバルフィルムアワードに作品を提出した。グローバルフィルムアワードは世界40カ国以上から映像クリエイターが集まる国際映像コンペティションだ。特にカラーグレーディングの評価に定評があり、ここでの受賞は世界的な評価につながるとされている。毎年ロサンゼルスで本選が行われ、各国の代表が腕を競い合う。本選に出るにはまずは各国の予選を突破しなければならない。今日はその予選の日だ。桜クリエイティブが挑戦したのはテーマピースオブライフ部門。3分間で人生の一瞬を切り取る短編作品を競う枠だ。会場に到着すると入り口で聞き覚えのある声がした。おや、相馬じゃないか。振り向くとそこにはレナさんとエバタが立っていた。久しぶり。俺が軽く会釈するとエバタがレナさんの肩に手を回した。噂は聞いてるよ。お前桜クリエイティブに入社したんだってな。しかしまさかお前らも参加してたとはな。俺たちも出場してるんだよ。エバタが高慢な態度で言う。その時
ゆいが俺の隣に立った。あら、感動ピクチャーズの方？私、桜クリエイティブの相沢です。ゆいの声にはどこか冷たいものが混じっていた。するとレナさんが嘲笑うかのような表情を浮かべた。あなたがこの人を拾った物好きね。でも気をつけた方がいいわよ。この人、どうせまた自分の意見ばかり押し付けて、周りの足を引っ張るんだから。それにしても、こんな地味で使えない男を雇うなんて、あなたの会社大丈夫なの？私たちの会社で何の役にも立たなかったのよ。レナさんの言葉に、ユイの表情が険しくなっていく。そんな彼女の様子に気づいていないのか、エバタは得意げに続けた。そうそう。俺今レナと付き合ってるんだぜ。このコンペで優勝して、次は社長の椅子も約束されてんだ。優勝って、まだ気が早いんじゃ。思わず口から漏れた言葉に、エバタの表情がこわばる。何？いや、なんでも。正直に言ってやるよ。お前らもう負けは決まってんだよ。どういうことだ？俺が尋ねると、エバタは意地の悪い笑みを浮かべながら、わざとらしく周囲を見回した。まるで、ここだけの話と言わんばかりに声を潜める。予選は俺たちが突破することになってる。もう根回しは済んでるんだよ。その言葉に一瞬意味が飲み込めず、俺は眉を潜めた。根回し？なんだそれ。エバタは鼻で笑い、ゆっくりと肩をすくめる。気づかないか？俺たち感動ピクチャーズは業界でそれなりに顔が利く。社長も審査員の何人かとは旧知の仲だし、言ってみりゃお世話になってる関係ってわけだ。言うまでもなく、仕事だろうがコンペだろうが勝ちを確実に手に入れる方法はあるってことさ。そんな、それってまさか審査員を買収したってことか。俺の声が震える。さすがにそこまで露骨な真似はありえないだろうと思いたかった。でも、エバタはさらに追い打ちをかけるように唇の端を吊り上げる。買収なんて汚い言葉だな。そう言わないまでも持ちつ持たれつってやつだ。向こうがこっちの仕事を優遇してくれる代わりに、うちはそれ相応の恩返しをしてるってだけ。ビジネスの世界じゃ普通だろ。その余裕たっぷりの表情がどうしようもなく腹立たしい。だが何よりも悔しいのは、エバタの言うことがまるで当然のように聞こえてしまうほど、この業界では裏工作が囁かれてきたという事実だ。そんなのフェアじゃない。一生懸命に声を上げても、エバタには馬耳東風らしい。あからさまに鼻で笑われる。お前夢見てるんじゃねえよ。フェアなんて綺麗事はこの世界に通用しないんだ。結果が全て。上に行きたきゃ手段を選んでられないんだよ。ま、零細の桜クリエイティブには関係ないかもしれないけどな。そう言うと、エバタは勝ち誇ったように胸を張った。悪いことは言わない。何も知らないくせに勝ち目のない勝負に首を突っ込むな。どうせ予選で落ちるんだから、せいぜい言い訳でも考えとけよ。最後まで不敵な笑みを絶やさず、エバタはきびすを返して去っていく。彼の足音が遠ざかるにつれ、こちらの胸の奥では、悔しさだけが燃え上がるように残っていた。相馬。ユイが心配そうに俺を見つめる。大丈夫。俺たちには伝えたい思いがあるんだから。俺は微笑んだ。緊張感が漂う会場で予選は始まった。数本の映像が上映された後、感動ピクチャーズの映像が始まる。では、感動ピクチャーズの作品をご覧ください。会場が暗転し、スクリーンに映像が流れ始める。都会的なテイストで作られた3分間の映像は、確かに技術的には申し分ない。最新の CG 技術を駆使し、スタイリッシュな映像美を追求している。しかし、どこか魂が抜けているような、そんな印象を受けた。上映が終わり、会場に通常照明が戻る。それでは、感動ピクチャーズの如月玲奈様、この作品についての解説をお願いします。会場内に拍手が広がる中、レナさんがゆっくりと壇上へ上がった。ハイヒールの音がやけに強く響いているように感じた。あれ？俺は小さくつぶやく。いつものレナさんとは様子が違うように見えたのだ。完璧に決めたスーツとメイクの下で、表情が明らかにこわばっている。ただいまより、感動ピクチャーズの作品、永遠のその先へのご説明を。声が震えている。レナさんは原稿に目を落とすが、その手が小刻みに震えているのが見えた。額に薄い汗が浮かび、真っ赤に染まった唇がかすかに動く。しかし、言葉にならない。
私たちの作品は、言葉に詰まったまま、5秒、10秒と、時間だけが無情に過ぎていく。会場がざわめきに包まれ始める。意を決して、俺は手を静かに上げた。質問よろしいでしょうか。会場に響いた俺の声に、レナさんは驚いたように顔を上げた。俺は優しく微笑みながら続ける。作品の冒頭のシーンについて伺いたいのですが、都市の夜景が一瞬で朝に変わるシーン、あれは時の流れを表現されたんですよね。はい、その通りです。レナさんの声が少し落ち着きを取り戻す。俺は努めて優しい声色を出しながら続けた。素晴らしい色彩でした。特に夜から朝への移り変わりで使われた青から黄色へのグラデーション。あれはレナさんならではの感性だと思います。はい。実は、あのシーンには特別な思いを込めたんです。現代社会は目まぐるしく変化していきます。でも、その中にも変わらない永遠があるはず。それを表現したくて、この作品にはそんな永遠と変化の共存を書きたいと思いました。レナさんは原稿を見ることもなく自分の言葉で語り始めた。その声が徐々に強さを増していく。会場の空気も少しずつ変わっていくのを感じた。よくわかりました。ありがとうございます。俺は静かにうなずいた。その言葉にレナさんは小さく会釈を返す。もう彼女の手は震えていなかった。そのままレナさんは作品に込めた思いを5分間途切れることなく語り続けた。最後に深々と頭を下げると、会場からは温かい拍手が沸き起こった。壇上を降りるレナさんの表情にはかすかな安堵の色が浮かんでいた。そして俺の方へほんの一瞬感謝の眼差しを向けたように見えた。ねえ、相馬。耳元でユイの声が聞こえた。なんであんなことしたの？あの子、相馬のこと散々ひどく言ってたのに。俺は少し考えてから素直に答えた。教育係だったからかな。放っておけなくて。もう教育係じゃないでしょ？でも、言葉を探していると、ユイが少し拗ねたような声を出した。その声に思わず横を向く。ユイは不機嫌そうに腕を組み、視線をそらしていた。その仕草が妙に可愛らしくて、思わず笑みがこぼれそうになった。何？なんでも。俺は慌てて前を向き直した。しかし、胸の中がなぜかほんのり暖かくなっているのを感じていた。続きまして、桜クリエイティブの作品をご覧ください。司会者のアナウンスが響き、会場が再び暗転する。俺は小さく深呼吸をした。隣でユイがそっと手を握りしめてくる。スクリーンに作品のタイトル、その光は今もが映し出された。映像は古い写真館を舞台にしている。デジタルカメラ全盛の現代に、フィルムカメラにこだわり続ける老写真師と記念写真を撮りに来た親子の物語だ。冒頭、モノクロで始まる映像。古びた暗室でフィルムを現像する写真師の手元がゆっくりとクローズアップされる。赤い安全光の中、現像液に浸されたフィルムから少しずつ像が浮かび上がってくる。そこから場面は写真館のスタジオへ。今度は鮮やかなカラーで晴れ着姿の少女とその母親が写真を撮る準備をしている。写真師は古いカメラを丁寧にセッティングする。もうデジタルの方が楽なのに、とつぶやく母親。その時、少女が写真館の壁に飾られた一枚の写真に目を留める。それは20年前、同じ写真館で撮られた母親の七五三の記念写真だった。お母さんこれ。気づいた母親の目に涙が浮かぶ。今は亡き祖母と一緒に写った思い出の一枚。時の流れに色あせることなく、その瞬間の輝きを永遠に留めている。撮りましょうか。写真師の静かな声が響く。最後のシーン。現像された写真には、親子の笑顔が優しく刻まれていた。その横で20年前の写真と同じポーズを撮る二人。世代を超えて受け継がれる思いを色彩の対比で表現した。俺たちの映像が終わると会場に静寂が広がった。その時、最前列の審査員の一人がゆっくりと立ち上がった。見事です。色調の使い分けが秀逸です。過去と現在、デジタルとアナログ、そして親子の絆、それぞれの光を見事に表現していますね。特に印象的なのは、ラストシーンでの色使い。過去の写真のセピア調と、現在の鮮やかな色彩が、
絶妙なバランスで溶け合っている。カラーグレーディングの技術が世界レベルです。審査員の賛辞の声に会場からも大きな拍手が湧き起こる。隣でユイが小さく拳を握りしめていた。やった。その囁きにはこれまでの苦労と喜びが全て詰まっていた。プレゼンのため俺はゆっくりと壇上に立った。声を発しようとしたその時だった。前列の審査員の一人が突然立ち上がった。アメリカの有名な映画監督だ。ちょっと待て、もしかしてお前は相馬大河内じゃないか。ハリウッドカラー協会が認定した唯一の日本人カラーリストの。彼の言葉に会場がざわめき始める。後方では海外メディアのカメラマンたちが一斉にシャッターを切り始める。相馬大河内、本当に？なんで日本にいるの？彼はまだロサンゼルスで働いていると思っていたのに。囁きが次々と飛び交う。最前列では他の審査員たちも立ち上がり始めていた。客席のユイは目を丸くして俺を見つめている。レナさんとエバタが座る列からは小さな悲鳴のような声が聞こえた。会場の視線を一身に集めながら俺は静かに過去を振り返った。7年前、ロサンゼルスに渡った時から全てが始まった。当初は語学も拙く、現場でも苦労の連続。それでも色彩の世界には国境はないと信じていた。昼は制作会社でアシスタントとして働き、夜は独学でカラーグレーディングを学ぶ日々。給料のほとんどを最新のソフトウェアや教材の購入につぎ込んだ。転機は3年目に訪れた。あるインディーズ映画の色補正を任された時のことだ。予算も時間もない中、限られた機材で最大限の効果を引き出そうと、新しい手法を編み出した。その作品が映画祭で高い評価を受け、ハリウッドの大手スタジオの目に留まった。そこから大作映画の色補正を任されるようになった。日本人として初めてハリウッドカラーアソシエーションの認定を受けたのは5年前のことだ。海外での日々を脳裏に浮かべていると、審査員の一人が問いかけてきた。なぜ日本に帰ってきたんだ？向こうでならもっと活躍できたんじゃないか。俺は少し言葉を選んでから答えた。確かに向こうでの評価はいただけました。でも日本の映像文化にも独自の美しさがある。その価値をもっと世界に伝えたいと思ったんです。会場に深い静寂が広がった。エバダやレナさんたちが驚きの表情で俺を見つめている。中でもレナさんはまるで別人を見るような目をしていた。俺は姿勢を正した。それでは作品について説明させていただきます。この作品のテーマは人生の輝きをとどめる瞬間です。深く息を吸って俺は言葉を紡ぎ始めた。スクリーンにはもう一度作品の場面が映し出される。デジタルの時代になぜフィルムにこだわるのか。それは一瞬一瞬に込められた思いをより深く刻みつけたいから。写真師の技術は決して効率的ではありません。でもその手間暇の一つ一つが人生の大切な瞬間を永遠の輝きに変えていくんです。俺は暗室のシーンを指さした。この赤い安全弧。フィルムが現存されていく様子。一見ただの技術的な過程に見えるかもしれません。ですがこの光の中でこそ人々の思いは形になっていく。そして親子のシーンへ。現代の鮮やかな色彩と20年前のセピア色。この2つの時間の交差は決して対立するものではありません。むしろ互いを照らし合い、より深い輝きを生み出していく。言葉を続けながらふと気づいた。かつて感動ピクチャーズでは自分の意見を言えなかった日々を過ごしていた。しかし今は違う。この場所で自分の信じる表現を胸を張って語ることができる。俺は会場全体を見渡した。最後に、この作品は桜クリエイティブの仲間たち全員の思いの結晶です。若いスタッフたちの感性と私の経験。それらが重なり合って新しい光を生み出せたと信じています。一瞬の静寂の後、会場から大きな拍手が湧き起こった。その音はまるで波のように広がっていく。前列の審査員たちも立ち上がり、拍手を送ってくれている。壇上から見下ろすと、ユイが涙を浮かべながら微笑んでいた。その隣では、社員全員が誇らしげな表情を浮かべている。そして、少し離れた場所で、レナさんがじっと俺を見つめていた。その目には、かつての傲慢さはなく、切なくも温かな光が宿っていた。すべての映像の上映が終了し、あとは結果を待つだけとなった。審査員の一人が壇上に立つと、会場の空気が固まった。ユイが
祈るように両手を胸の前で組む。グローバルフィルムアワード2025日本予選。グランプリの栄光に輝くのは、桜クリエイティブ。その光は今も。歓声が会場を包み込む。社員全員が抱き合って喜ぶ中、ゆいが俺に飛びついてきた。やったよ、相馬。ああ、やったな、ゆい。俺も、一目も構わず、ゆいを抱きしめた。会場全体が温かい拍手に包まれる。俺は幸福の中にいるのを感じた。すべての工程が終了し、俺は控室に向かっていた。その時、廊下で如月社長と江端が、審査員の一人の腕を掴んでいる場面を目撃した。話が違うじゃないですか。確かに金は払った。なのになぜうちが選ばれなかったんですか？江端の声が廊下に響く。その声には、ただならぬ怒りが含まれていた。隣の如月社長は、普段の温厚な表情を失っている。壁際に追い込まれた審査員は、冷や汗をかいていた。そうは言われてもね、私だって根回しは完璧にしたはずだったんだよ。だけどそれを、桜クリエイティブの素晴らしい映像が上回ったんだ。なんだと？金返せよ、このペテン師。江端が審査員の胸ぐらを掴もうとした。江端、やめろ。廊下の角から俺は静かに姿を現した。俺が顔を見せた途端、一瞬その場が凍りつく。壁際に追い詰められていた審査員は、今が好機とばかりにさっと身を引いて、足早に立ち去っていった。江端は俺を振り返り、怒りに歪んだ顔で吠える。お前か、この野郎。せっかくの完璧な計画が、お前のせいで水の泡だ。何がハリウッドで認められただよ。そんなもん知るか。怒りのままに詰め寄ると、勢いよく俺の胸ぐらを掴む。その力は明らかに常軌を逸していた。俺はな、この業界のトップにのし上がるんだよ。レナと結婚して、社長になって、そのために全部根回しして、勝ちを確実にして、それが、こんなところでつまずいてたまるかよ。江端の目は、どこか狂気を帯びていて、俺の胸ぐらを掴む手に全く緩みがない。激しく揺さぶられながらも、一生懸命に踏ん張っていると、背後から悲鳴にも似た声が聞こえた。トール、もういい加減にして。声の主はレナだった。震えるような口調で、彼の腕を一生懸命に押さえる。私たちが負けたのは、彼より実力が及ばなかっただけ。それだけのことなのよ。レナ。江端が絶句する。レナさんは声を震わせながら続けた。お金で買った勝利なんて何の意味もない。本当は分かってたんでしょ？私たちの作品に魂が入ってないって。そして、レナさんはゆっくりと俺の方を向いた。そして、深く息を吸う。大河内さん、私、あなたの実力を全く見ようとしていなかった。自分のプライドが邪魔をして、あなたの凄さに気づいても見て見ぬふりをしてたんです。だから、あの時あなたの言葉に耳を傾けようとしなかったし。挙句の果てには私のミスまで押し付けてしまって。本当はずっと分かってました。あなたには優れたセンスと技術があるって。私には到底かなわない圧倒的なものを持っているって。でも、その事実を認めると、自分が小さく見えてしまいそうで怖かったんです。だから、本当にごめんなさい。レナさんが深々と頭を下げる。もし、いつか可能なら、もう一度一緒に仕事がしたいです。今度はあなたのアドバイスをちゃんと受け止められる自分でいたいから。その言葉に、江端が大きく目を見開いた。何言ってんだよ、レナ。こいつなんかにお前が謝る必要はない。こんな奴と一緒に仕事をしたいだなんて。トール、あなた気づいてたんでしょ？私に実力がないって。そんなことは。江端が苦虫を噛みつぶしたような表情を浮かべる。俺はゆっくりと一歩前に出た。江端、君はレナさんを傷つけないように、彼女に何も指摘をしなかったみたいだけど、それは間違いだ。本当の恋人なら、お互いの弱さも足りないところも、ちゃんと向き合えるはず。むしろ、お互いの欠点を指摘できる関係こそが、本物の信頼関係だと思う。今度は、如月社長の方に向き直る。如月社長も同じです。娘さんを守ろうとするあまり、彼女の成長する機会を奪ってしまった。本当の親子なら、時には厳しい言葉も必要なはずです。廊下に重い沈黙が流れる。江端はうつむいたまま、拳を震わせていた。如月社長の目には、大粒の涙が浮かんでいた。やがて、如月社長がゆっくりと顔を上げた。大河内くん、申し訳なかった。私は経営者として、人として、大きな過ちを犯してしまった。本来なら、
誰よりも会社の未来を見据えて冷静な判断を下さなければならない立場なのに、娘を守ろうとするあまり、彼女の成長の機会を奪っていたんだ。娘の力を正しく評価することよりも、ただひたすらに甘やかすことが愛だと勘違いしていた。結果的に、娘自身をも追い詰め、そして何より、君をこんな形で追いやることになってしまった。私の不徳の致すところだ。心から申し訳ないと思っている。如月社長の声は震えていた。江端も深く息を吸い込んでから口を開いた。大河内、俺だって分かってたさ。お前は昔から何でも器用にこなすし、人の信頼を集めるのもうまい。俺とは違って、いざという時の度胸も覚悟もある。だから、お前が日本に戻ってくるって聞いた時正直焦ったんだよ。どうやっても勝てる気がしなくて、こんな方法しか思いつかなかったんだ。江端は苦しげに唇を噛み締めたまま続ける。俺は一生懸命だったんだ。どうやってもお前に追いつけないって頭じゃ分かってた。けど、だからって諦めるわけにはいかなくて、大きな仕事を取って会社での地位を固めて、レナさんとの関係だってどうにかして勝ち組に入りたかったんだよ。そうしなきゃ自分がすごくちっぽけに思えて。江端は目を伏せる。心なしかその肩は小刻みに震えていた。ひどい裏工作までして、それをぶち壊された今、俺はどうすりゃいいんだよ。全部失ったような気分だ。会社にだって迷惑かけて、レナさんにも嫌われて、もう終わりだ。俺は静かに息を吸い、江端の視線をまっすぐ受け止める。誰だって間違うことくらいあるさ。大事なのは、その後どうするかだろ。お前が本気でやり直したいんなら、やりようはいくらでもあるはずだろ。たく、昔はあんなに勢いだけはあったくせに。俺は、ふっと肩の力を抜いて、無意識のうちに小さく笑っていた。なんだよ、その顔は。いやさ、お前昔から、俺は天下取るとか、いつか世界に羽ばたくとか言ってただろ。大口叩きすぎて、周りは笑ってたけど、実はそういうところ、俺嫌いじゃなかったんだよな。なんでそんなこと覚えてんだよ。江端は目をそらしながら唇を噛む。俺は苦笑いを浮かべた。そりゃ覚えてるさ。お前何をするにも全力だったからな。まあ、今回みたいに悪い方向に突っ走っちまうのは勘弁してほしいけど。少しの沈黙の後、江端は小さくうなずいた。最初っから勝ち負けの話なんかじゃなかったんだよ、江端。お前が本気でやり直すって言うんなら、俺は応援する。その代わり、今度こそ自分の実力で来いよ。そしたら、きっと分かり合える日が来るはずだ。そう言い終わると、江端は視線を落とし、拳をぎゅっと握りしめたまま、あーと、一言だけつぶやく。かすかに見えたその横顔には、決意の色が宿っているように見えた。それから数日後。感動ピクチャーズでは、社内改革プロジェクトが行われた。これまでの経営方針を全面的に見直し、特に人事評価については、コネや年功序列ではなく、純粋な実力と努力を正当に評価する仕組みを導入する。そして、次期社長候補についても、一から見直しとなるようだ。なんとレナさん自身が、一度現場に戻りますと宣言したそうなのだ。これまで私は、社長の娘という立場に甘えすぎていました。本当の意味でクリエイターとして認められるには、基礎からやり直す必要があると思うんです。そう語ったレナさんは、色彩学の夜間講座を申し込み、さらに制作現場でのアシスタントも志願しているという。まずは、技術部の末席から本当の意味での実力を身につけていきたい。そんな彼女の決意が現れているようだった。社内改革の影響は江端にも及んだと聞く。コンペでの不正工作が発覚し、彼は降格処分となった。その間、レナさんとの関係も一度白紙に戻したという。しかし、この処分を彼は真摯に受け止めたようだ。自分の弱さから目を背けていた。そう語った江端は、処分後、技術部の研修プログラムに自ら志願した。レナさんと同じ夜間講座にも通い始めたという。そして先日、レナさんの前で頭を下げたそうだ。今までの俺は、レナのことを本気で思ってたわけじゃなかった。ただの出世のための道具としか思ってなかったんだ。本当にごめん。その言葉に、レナさんは静かにうなずいたという。私も同じ。トールの本当の姿を見ようとしていなかった。そして二人はもう一度、一から始めることを決めたそうだ。今度は、同じ技術者として、互いを高め合える関係を目指して。業界の噂では、江端とレナさんは同じ現場で切磋琢磨しながら、少しずつ
距離を縮めているのだという。今度は本物の信頼関係を築いていけるかもしれない。そう思える二人の姿があった。そして、グローバルフィルムアワードの本選会場、ロサンゼルスの巨大なホールには、世界中から集まったクリエイターたちの熱気が満ちていた。グローバルフィルムアワード2025の受賞者は、司会者の声が響き渡る。スポットライトが次々と移動し、ファイナリストたちの表情を照らしていく。桜クリエイティブです。会場が割れんばかりの拍手に包まれる。ゆいは予選の時と同じように俺に抱きついてきた。社員全員が歓声を上げ、中には涙を流す者もいる。壇上での表彰式、トロフィーを受け取るとき、審査委員長が俺の耳元で囁いた。ハリウッドへお帰り、相馬。その言葉通り、受賞式の翌日から、俺たちの元には世界中からオファーが押し寄せた。かつて俺が手掛けた映画監督からのメールや、ハリウッドの大手スタジオからの依頼、ヨーロッパの制作会社からのオファーなど、ひっきりなしにやってくる。相馬、これ見て。ある朝、ゆいが業界誌を広げて見せてくれた。日本初、新しい色彩表現の潮流。世界が注目する桜スタイル。記事には、桜クリエイティブの作品に込められた繊細な色使いと、それを可能にした技術が詳しく紹介されていた。ゆいは業界誌を閉じると、俺の方を向いた。ねえ相馬、私ね、あの日街で偶然にあなたに出会えて本当に良かったって思うの。だってあなたが来てくれたおかげで私たちはこんな大舞台に立てた。スタッフみんなの意識も変わったし、何よりゆいは少し照れたように目を伏せる。私自身が自分の夢に自信を持てるようになった。高校の時みたいに。そして彼女は机の引き出しから一枚の企画書を取り出した。実はね、次のプロジェクトも考えてるの。日本の伝統的な色彩感覚を現代の映像技術で表現してみたくて。企画書には和食を題材にした短編映画のプロットが記されていた。職人さんたちの繊細な技と食材が持つ本来の色、その瞬間の輝きをあなたの技術で表現できたら、きっとすごく素敵な作品になると思うの。ゆいの瞳には高校の美術部で作品を語り合っていた頃の情熱が蘇ったかのように、はっきりとした光が宿っている。俺は自然と頬が緩むのを感じながら深くうなずいた。ああ、俺もあの時ゆいに再会できて本当によかった。この場所でみんなと一緒にもっともっと面白い作品を作りたい。俺たちなら世界を変えられるかもしれない。そう言葉にすると、ゆいが少し照れたように微笑んだ。ほんの一瞬目が合って、そのままお互い黙ってしまう。けれど、その沈黙が心地いい。まるで高校時代、放課後の美術室で静かにキャンバスを並べていた頃を思い出すようだった。ふと視線を向けると、オフィスの向こうではスタッフたちが賑やかに新しいプロジェクトの話をしている。活気に満ちたその光景を見やりながら、胸の奥からじんわりと熱いものがこみ上げてきた。ほんと、ここが俺の居場所なんだな。小さくつぶやいた俺に、ゆいがそっと近づいてくる。彼女は少しだけ伸び上がるようにして、口元を俺の耳元に寄せる。ねえ、これからも一緒にもっといろんなものを見つけて、どんどん面白い映像を作ろう。その小声がくすぐったくて、まるで恋人同士の内緒話みたいだ。少し照れながらも俺は答える。もちろん、美術部の頃みたいにお互いの感性を刺激し合ってさ。俺たちが本気になれば、次はどんな面白い作品だって作れるよ。ゆいは嬉しそうに目を細めて軽く頭を下げた。そして最後にスッと顔を上げると、まっすぐな瞳で言葉を重ねる。頑張ろうね、相馬。彼女がくれた一言がまるで合図のように心に響く。高校の頃にははっきりと自覚していなかった気持ちが、今は温かな確信となって胸を満たしていた。ここでゆいと一緒なら、きっとどこまでも行ける。そんな未来の予感が俺たちの間に静かに広がっていくのを感じた。人は誰でも光を求めている。それを見つけ出し、優しく照らしてあげること。それには時には厳しい言葉も必要だ。それが本当の意味での教育であり、信頼関係なのだと思う。人は誰かを思う気持ちがあれば必ず変われる。俺も、ゆいも、レナさんも、みんながその証明になった。クソつまんねえ経理に左遷だってよ。いい君じゃないか、青山。言葉が
鋭い刃のように胸をえぐる。俺は硬直したままキーボードに手を置き、ただその声を受け止めるしかなかった。笑みを浮かべながらあざけるその男は、同じ開発チームで働いた先輩の駿河さん。かつての同僚とは名ばかりで、実際には俺の案を手柄として横取りし、上司からの評価をかっさらった人物だった。お前の開発アイデア素晴らしかったよな。でも残念だったな。そっちに功績は回らず、このざま、左遷ってわけだ。経理部で帳簿とにらめっこして過ごす人生、どうよ。駿河の口ぶりは嘲笑を隠そうともしない。実際、あの大きな案件で評価されたのは彼で、俺の所属していた開発部からは出来損ない扱いで放逐され、目立たない経理の片隅に回された。それが真実だ。実力のない奴は黙って数字いじってりゃいい。お前がせっかく考えた案、そろそろ製品化のめどが立つよ。それも全部俺の功績としてな。その言葉に指先が小さく震える。机の上には帳簿と大量の伝票。しかし、こんな俺のところに、わがままな社長令嬢が移動してきたのだ。そして、俺の人生は彼女との出会いで大きく変わることになる。俺の名前は青山正人。大手企業、桜ホールディングスの経理部で働いている。桜ホールディングスは、もともとはメーカー系の企業だったが、近年は IT、医療、福祉関連にも事業拡大を続けている。研究開発部門では、車椅子をはじめとした福祉機器や医療関連機器の開発にも力を入れる。総合テクノロジー&サービス企業だ。俺が入社した15年前は、主に建設系やインフラ設備の案件が収益を支えていたが、経営改革を重ねるうちに、新事業開発を積極的に進めるという方針が打ち出され、ここ数年はどんどん業務範囲が広がっている。一見すると多角経営でリスキーにも思えるが、それを可能にするだけの巨大資本と老舗企業としての信頼、そして柔軟な社風が桜ホールディングスにはあった。とはいえ、俺のいる経理部はといえば、毎日膨大な書類や数字を扱いこそするものの、やりがいという面ではどうにも物足りなさを感じてしまう。まして俺は、部内でもほとんど目立たない存在だ。オフィスの隅に追いやられたデスクで、伝票整理やデータ入力に追われるだけの日々。会社にとって必要な作業だと分かってはいるが、経理の片隅という肩書きは、どこか人目を避けているような寂しさを感じさせる。いつの間にか窓際社員なんて揶揄されるようになり、部署の飲み会にも呼ばれなくなった。そうして気づけば、俺の周りに雑談をしてくれる相手すらいなくなっていた。そんなある日のこと、パソコンのモニターとにらめっこしながら、黙々と経費精算の処理をしていたら、不意に背後から声をかけられた。おい青山、相変わらず暇そうだな。低めの男の声。振り返ると、先輩の駿河さんが立っていた。胸元に分厚いファイルを抱え、ニヤニヤと嫌味な笑みを浮かべている。駿河さんとは、以前俺が商品開発部に席を置いていた頃、共に切磋琢磨していた。あちらは今でも華やかな開発現場に残って活躍しているらしく、上司や取引先からの評価も上々らしい。だが、どうにも人を見下すような態度を隠さないところがあり、こうしてわざわざ経理部の俺のデスクまでやってきては、嫌味混じりに絡んでくるのが常だ。お前に朗報、いや、秘宝があるぞ。社長令嬢が経理部に来るんだよ。指導係はお前に決定だそうだ。社長令嬢の白金みなみ。白金さんが、まさか。言葉が喉から絞り出されるように漏れた。駿河さんの意地の悪い笑みがさらに深まる。そうさ、あの社長令嬢様だ。営業部で散々騒動を起こしたお嬢様が、今度は経理部に修行だってさ。駿河さんは修行という言葉をわざとらしく強調した。周囲の社員たちの視線がこちらに集まるのを感じる。白金みなみ。彼女の噂は社内で伝説と化していた。新入社員の頃、彼女は営業部に配属された。だが、わずか3ヶ月で孤立することとなった。理由は、彼女の途方もないわがままぶり。気に入らない案件は即座に破棄。部下への理不尽な要求。そして何より、自分の意見を曲げない頑固な性格。そんな噂がある。社内では有名な話だ。まあお前も知ってるだろ。先月にもあった事件を。駿河さんはさらに声を潜めた。朝倉部長が彼女の要求を断っただけで、
その日のうちに左遷されたってな。社長令嬢の機嫌を損ねれば、それだけで会社人生終了。まさに社内政治の恐ろしさを見せつけられた事件だったよな。ちなみに、駿河さんはさらに不敵な笑みを浮かべる。彼女、数字に関してはかなりのこだわりがあるらしいぜ。中途半端な計算は許さないが口癖らしいな。お前大丈夫か？その言葉に胃がねじれるような不安がこみ上げてきた。まあ頑張れよ。せいぜい首を切られないように。もっとも、お前が仕事をクビになったら、車椅子の弟さんの面倒をちゃんと見られるわけだし、それはそれで。一瞬言葉を飲み込んだ。俺の弟は車椅子で一人暮らしをしている。数年前に事故に遭ったんだ。もし俺が仕事をしていなければ、あるいは時短の仕事についていれば、もっとそばにいて手助けできるのかもしれない。だが、それで今の仕事を投げ出すなんて選択はしたくない。弟自身だって、俺に仕事を諦めてほしいとは思っていないはずだ。それとこれとは話が別です。ようやく絞り出した声で言うと、駿河さんは意地悪く笑いながら立ち去っていった。その背中を見送りながら、俺の心は暗い予感で満ちていった。翌日、噂の社長令嬢がやってきた。本日から経理部でお世話になります。ご指導よろしくお願いいたします。予想していた高圧的な態度はなく、代わりにそこにあったのは、凛とした佇まいと丁寧な言葉遣い。背筋をピンと伸ばし、適度な角度での深々とした一礼。声のトーンも柔らかく、どこか謙虚さすら感じられる。思わず声が漏れる。周囲の社員たちも明らかに困惑している。噂されていた傲慢な社長令嬢の姿はそこにはなかった。まだ経理の知識は浅いですが、精一杯頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。再度の挨拶にさらなる驚きが広がる。社内の噂と目の前の現実があまりにもかけ離れている。では、青山さんが指導を担当します。部長の声に俺は慌てて立ち上がる。青山です。よろしくお願いします。白金さんはにこやかにうなずいた。その表情には作り物めいた愛想の良さではなく、純粋な誠実さが滲んでいる。だが、これは表面的な取り繕いなのかもしれない。営業部での騒動の噂もある。油断は禁物だ。こちらこそ、よろしくお願いいたします。彼女が俺の隣の席に座る。香水の匂いもなく、控えめな身だしなみ。派手な装飾品も身につけていない。まずは、基本的な経理処理から、説明を始めながら、俺は内心で葛藤していた。これは演技なのか？本当の姿なのか？噂と現実の違いに戸惑いを隠せない。はい、理解いたしました。真剣な眼差しでメモを取る姿。質問も的確で、理解力の高さが伺える。では、この伝票の処理を試しに、恐る恐る簡単な仕事を任せてみる。もし気に入らないと言って突っ返されたら、そんな不安が頭をよぎる。承知いたしました。しかし、白金さんは即座に仕事に取り掛かった。キーボードを叩く音が規則正しく響く。青山さん、終わりました。確認をお願いできますか？30分後、彼女が差し出した資料は完璧だった。入力ミスは一つもなく、むしろ俺が気づかなかった改善点まで指摘されている。これは、完璧です。心からの簡単の声が漏れる。そうですか。よかったです。すごく、理解が早いですね。ありがとうございます。青山さんのご説明がわかりやすかったからですよ。傲慢どころか、むしろ謙虚すぎるぐらいだ。周囲の社員たちは、社長令嬢である白金さんを警戒しながら様子を伺っている。だが、彼女はそんな視線を気にする素振りもなく、淡々と自分の仕事をこなしていた。青山さん、この仕分けについて質問があるのですが、午後になっても彼女の真摯な態度は変わらない。疑問点があれば率直に聞き、アドバイスには真剣に耳を傾けてくれる。その後、ちょっとした作業ミスを見つけたので指摘すると、白金さんはすぐに、すみません、すぐ修正します。と対応してくれた。あまりに素直な反応に拍子抜けするほどだったが、その素早い修正ぶりを見て、この人は仕事ができる、と、ますます確信が深まる。そこで俺は、普段俺が担当している少し複雑な伝票整理や経費の確認作業を試しに振ってみることにした。もし面倒だったら、
断ってくださいね。と前置きしたにもかかわらず、彼女はまるで新しいおもちゃを与えられた子供のような好奇心を光らせてパソコンに向かう。うわ、この量はさすがに大変ですね。ですが、やってみます。どこか楽しげな白金さんの横顔を見ながら、俺は彼女の噂を思い出していた。わがままで手がつけられない社長令嬢。そんな評判が嘘のように思えて仕方がない。そして就業時間が近づく頃には、彼女は大半の作業を片付けてしまっていた。俺が今日はここまでにして続きは明日にしましょうと声をかけると、白金さんは少し名残惜しそうにモニターから目を離し、控えめに笑った。そうですね。今日はありがとうございました。お疲れ様でした。俺も軽く会釈を返しながら、パソコンをシャットダウンし始める。すると、そのタイミングで白金さんが小さく息をついた。青山さん。彼女は少しうつむきながら、声を潜めて言葉を続ける。今日は本当にありがとうございました。いや、俺は普通に仕事を。思わず首をかしげる俺に、白金さんは再びかぶりを振る。違うんです。その言葉に、俺は自然と作業の手を止め、彼女の顔を見つめた。モニターの明かりに浮かぶ白金さんの横顔はいつになく真剣で、かすかに心配そうな色が伺える。私、今まで誰からもまともに仕事を任せてもらえなかったんです。今日が初めて本当の仕事を任されたような気がして嬉しかったんです。私が社長令嬢だから特別扱いされているみたいで、いつも簡単な仕事、雑務のようなものばかりを任されていました。そうだったんですか。その言葉に胸が締め付けられた。社長令嬢だからこそ誰も本気で向き合おうとしなかった。特別扱いという名のもとの実質的な排除。それが彼女の置かれていた現実だったのだ。私、きちんと仕事がしたいんです。白金さんの声が震えている。瞳には一生懸命な思いが込められていた。営業部でも私の意見を真剣に聞いてくれる人は誰もいませんでした。社長令嬢だからって理由で全てを受け入れてしまう。でもそれは違うと思うんです。俺は黙って彼女の言葉に耳を傾けた。噂とは全く異なる彼女の本心が今目の前で吐露されている。朝倉部長の件をご存知でしょうか？まあ噂程度には。私は意見を言っただけのつもりでした。ですが社長令嬢に意見したから左遷されたと噂になってしまって。白金さんの声が途切れる。その表情には確かな後悔の色が浮かんでいた。私からの提案はもっと若手社員の意見を取り入れるべきだというものだったんです。でも朝倉部長からは社長令嬢のわがままとして一蹴されてしまいました。俺の中でこれまでの彼女に対する印象が大きく覆される。傲慢な社長令嬢ではない。むしろ誠実に仕事と向き合おうとする一人の社員の姿があった。白金さん。青山さんは違いました。私の仕事をちゃんと見てくれた。間違いも指摘してくれた。これが私の求めていた普通の仕事なんです。その瞬間、俺は決意した。彼女にもっと仕事の楽しみを知ってもらおうと。翌日の朝、俺は早めに出社した白金さんの姿を見つけた。彼女は昨日と同じように真剣な表情で資料と向き合っている。おはようございます、青山さん。彼女の挨拶には昨日にはなかった親しみが感じられた。昨日の率直な会話が俺たちの距離を縮めたのかもしれない。白金さん、おはようございます。今日の仕事なんですが、少し複雑なものをお願いしてもいいですか？複雑なものですか？はい。実は経理部の業務改善についてここ最近話し合いが行われているんです。今来たばかりの白金さんから客観的な意見を出していただければと考えています。どうですか？ぜひやりたいです。白金さんの目は輝き、声は弾んでいた。本当にこれまでまともな仕事を任されることがなかったのだろう。そう痛感した俺は、それからはできるだけ彼女に合った仕事を振るように心がけるようになった。そしてその甲斐あってか、白金さんは日に日に熱心に業務へ打ち込んでいった。ところがある日、ふと視線を向けると、彼女の机の上には普段の何倍もありそうな資料の山が積まれていることに気づく。白金さん、その資料は？青山さん。彼女は少し困ったような表情を浮かべた。
実は過去10年分の取引データを分析してみようと思って、各部署の売上推移や経費の使用状況、取引先との関係性など全部まとめられれば会社の将来戦略に活かせるんじゃないかと思ったんです。その言葉に思わず目を見開いてしまう。10年分のデータ分析。それも複数の部署。普通の社員ならそんな膨大なデータに手を出そうとは思わないだろう。でもやっぱり量が多すぎて、どうしよう。終わらないかもしれません。白金さんは申し訳なさそうにうつむく。確かに彼女の机の上に広がる資料の山は圧巻だ。これを分析するなんて優秀な社員でも軽く1ヶ月はかかるだろう。その時、俺の中である決断が固まった。彼女をサポートするのも俺の仕事だ。白金さん、それ俺に任せてもらえませんか？でもこんな量のデータ。大丈夫です。今日中に目処をつけられると思います。白金さんは驚いた表情を浮かべた。それもそうだろう。常日頃窓際社員として過ごしている俺が突然こんな申し出をするのだから。本当にいいんですか？ええ。それに白金さんの意図は素晴らしいと思います。こういったデータ分析は確実に会社の未来につながりますから。俺は早速データの整理に取り掛かった。Excel を開き、マクロを走らせ、データベースを構築していく。久しぶりの本気の仕事に血が騒ぐのを感じた。白金さんが俺の作業を食い入るように見つめている。時計の針が進む。昼食も取らず、ひたすらデータと向き合う。そして夕方、はい、まとめました。俺は完成したレポートを白金さんに差し出した。まさか、1日で、本当に、信じられません。白金さんは画面に映し出されたグラフや表を目を丸くして見つめている。青山さん、一体何者なんですか？その問いに少し苦笑いが漏れる。何者ってほどの人間ではないけれど、IT ストラテジスト試験に合格するくらいには、データ分析が好きなんです。IT ストラテジスト試験？それって国家試験ですよね。確か合格率は 20% にも満たないとか。はい。実は去年の会社の売り上げの4割は俺の分析に基づいた戦略を元にしているんです。だからきっと白金さんの指導係に任命されたのかと。白金さんは言葉を失っている様子だった。それならどうして今は？その問いに俺は曖昧な笑みを浮かべた。答えたくない質問だった。まあ、いろいろありまして。白金さんは何か言いかけたが、俺の表情を見て口を閉ざした。彼女は空気を読める人間だ。これ以上の追求は避けてくれるだろう。青山さん。また明日もいろいろ教えていただけますか？その言葉に思わず本心からの笑みがこぼれた。もちろんです。そう返した瞬間、白金さんがほっとしたように口元を緩めたのが分かった。今日もかなりのボリュームの仕事をこなしたはずなのに、その瞳には疲れよりも充実感の方が強く宿っているように見えた。そして翌朝、エレベータードアの前に並んでいると、すぐ隣に見覚えのある後ろ姿を見つけてしまった。よう青山、相変わらず暇そうだな。振り返った先には先輩の駿河さんの姿。にやりとした嫌味な笑みは昔と少しも変わっていない。社長令嬢の様子はどうだ？使えないだろ？その言葉に思わず眉を潜めた。白金さんの真摯な仕事ぶりを知っている今、その言葉が心底不愉快だった。どうって、白金さんはかなり頑張ってくれていますよ。へえ。駿河さんは意味ありげな笑みを浮かべた。その表情に底知れない悪意を感じる。そんな悠長なことを言ってられるのも今のうちだな。あいつがこけたらお前の責任になってクビだぜ。もっと慎重になれよ。思わず声が上ずる。その言葉の意味するところを瞬時には理解できなかった。何がだよ。駿河さんは周囲を確認すると、さらに声を潜めた。お前、本気で分かってないのか？社長令嬢の教育係なんて、誰も引き受けたがらない仕事だぞ。その言葉に背筋が凍る。もし彼女が失敗したら、社長の期待を裏切ったら、その責任は全て指導役のお前に降りかかるんだよ。駿河さんの声には明確な脅しの色が混じっている。何を言って。社長令嬢が仕事でミスをしたら、そりゃ当然指導が悪かったってことになる。
部下の教育も満足にできない無能って烙印を押されて、左遷どころじゃ済まないぜ。だから誰も引き受けなかったんだよ。リスクが大きすぎる。成功しても褒められるのは社長令嬢。失敗したら全ては指導役の責任。その説明に、これまでの状況が全て繋がった。なぜ、この重要な仕事が窓際社員の俺に回ってきたのか。それは、誰も引き受けたくない、地雷を踏むようなリスクがあったから。わかったか？お前はもう会社からの捨て駒なんだよ。目の前でにやつく駿河さんの姿に嫌な冷気を感じる。駿河さん、まさか白金さんと仕事をしていたことがあるんですか？すると彼は、まるで面倒なことを思い出したかのように肩をすくめ、鼻で笑ってみせた。ああ、一時期な。社長令嬢だからって相手してやったんだが、あいつ余計な提案ばっかりするんだよ。しかも自信満々に提出してくるからさ。俺が怪訝そうに眉を潜めると、駿河さんはわざとらしくため息をついた。あいつがそのまま出したって通るわけないだろ。だから俺が手直ししてやったんだよ。ちゃんと俺の案としてな。それってつまり、彼女のどうしようもないアイデアを手直しして、俺の案に変えてやったんだ。あいつのためでもあるんだよ。生半可な案じゃ、上の連中は首を縦に振らねえからな。俺が見栄えよく加工して、うまく発表すれば通りやすい。結果的に会社に貢献できるし、あいつも社長令嬢なんて呼ばれながら恥をかかずに済む。ウィンウィンってやつだろ。そんな歪んだ理屈に、全身の血が逆流するような怒りを覚えた。先日、白金さんが言っていた、誰も私の仕事を見てくれないという悲痛な言葉が頭をよぎる。彼女の懸命な努力が踏みにじられていたのか。まさか、あなたまた、俺の声が荒くなる。だが、駿河さんにはまるで響いてない。おいおい、変な言いがかりはよしてくれ。お前が異動になったのはお前の実力だろ。最低ですね。駿河さんは肩をすくめて口の端をつり上げる。はっ、社長令嬢なんてどうせ大した仕事もできないし、しなくていいんだよ。失敗したら誰かが代わりに責任を取らなきゃならない。そんなの理不尽だろ。あいつはただのお飾りでいてくれた方がみんなのためってことさ。その言葉に理性が吹き飛びそうになるほどの怒りを感じた。何がわがままなお嬢様だ。それ、全部あなたが仕組んだ罠だったんですね。朝倉部長の左遷騒動だって聞きましたよ。根回しして社長令嬢に逆らったからとか、あなたが噂を流したんでしょ。駿河さんの顔からさっと血の気が引いていくのが分かった。それはお前の思い過ごしだ。まあとにかく俺は忙しいんだよ。もう行かせてもらう。かすれた声でそれだけ言い残すと、駿河さんは逃げるように足早にエレベーターへ向かっていった。彼の後ろ姿からはさっきまでの余裕など微塵も感じられない。廊下に残された俺は抑えきれない怒りで拳を固く握りしめる。あの白金さんがなぜこれまで孤立していたのか。その答えが今まざまざと突きつけられた。彼女のためという名目で彼女のアイデアを踏みにじり、挙句の果てにはわがままのレッテルを貼らせてきた。そんな卑劣な行為に怒りがこみ上げる。ふざけるな。歯を食いしばり、ゆっくりと振り返る。誰もいないはずの廊下に、その低い声だけが虚しく反響していた。静寂が訪れる。だが、その瞬間、青山さん。背後から静かな声が響いた。振り返ると、そこには白金さんが立っていた。彼女の表情から全てを聞いていたことは明らかだった。白金さん、今のは、言葉に詰まる。どう説明すればいいのか。だが、彼女は俺の言葉を遮るように近づいてきた。青山さん、もしかして私と同じなんですか？え？青山さんも誰かに陥れられてここにいるんじゃ。それは、その言葉に思わず息を飲む。あの出来事がまるで昨日のことのように蘇ってきた。どうしてそう思うんですか？わかります。誰かに潰されたようなその目。私にはよくわかるんです。白金さんの声には確かな確信が込められていた。変だなと思っていたんです。青山さんがあの場所にいるなんて。あなたはもっと活躍できるはずなのに。俺は深いため息をつく。誰にも話していない。話せなかった出来事。だが、彼女の真摯な眼差しを前に、沈黙を続ける理由も見当たらなかった。当時、
俺が提案した新しい会計システムが採用されそうになったんです。コスト削減と効率アップの見通しが明確だったし、役員たちも前向きに検討してくれていた。でも、ある人物によって提案書が改ざんされてしまったんです。意図的なミスが仕込まれて、まるで重大な欠陥を見落としていたかのように見せかけられた。拳を握る手が震える。今でもあの時の悔しさは消えていない。それだけじゃありません。俺のアイデアそのものをうまくパクられたんです。表向きには俺のミスでシステムが欠陥だらけになりかけたという話だけが広まって、実際に出した革新的な部分は彼の案として横取りされてしまって、結局、俺は会社の信用を失い、左遷される羽目になった。口から吐き出された言葉は苦々しく、押し込めていた憤りがこびりついている。システムの欠陥を見落としたっていう烙印が押されてからは、誰も俺に重要な仕事を任せてくれなくなった。経理部の片隅で過去の書類整理をやらされるだけ。俺はミスを犯した厄介者って扱いだったから。白金さんがまっすぐな瞳でこちらを見つめている。ひどい。彼女の静かな声には怒りと悲しみが入り混じった色があった。駿河さんですよね。え？思わず声が上ずる。やっぱり。白金さんはうつむいた。私、駿河さんの性格を知っていますから。もう隠せませんね。そう、駿河さんです。観念したように告白する。でも、もう過去の話です。そんなことありません。強い口調に思わず顔を上げる。過去の話なんかじゃありません。青山さんは、今でも素晴らしい能力を持っている。それなのに、このまま埋もれさせるなんて許せません。白金さんの言葉に胸が締め付けられる思いだった。彼女の真摯な思いが俺の心に深く突き刺さる。私、必ず証明してみせます。青山さんの能力を。それからの白金さんは一心不乱に仕事に打ち込んだ。朝一番に出社し、夜遅くまで資料と向き合う。質問があれば遠慮なく俺に聞いてくる。青山さん、この決算書の読み方について、この数字の解釈なんですが。彼女の質問は的確で、時には俺も考えさせられる。その度に彼女の素質の高さを実感させられた。そして1ヶ月後、白金さんが提出した経費削減案が経営会議で採用された。白金さん、素晴らしい提案でしたよ。社長自ら経理部にまで足を運んで褒めてくれた。ありがとうございます。でもこれはすべて青山さんのご指導のおかげです。白金さんは深々と頭を下げる。その謙虚な態度に社長は満足げにうなずいていた。青山くんもよくやってくれているようだね。その言葉に思わず背筋が伸びる。どれだけ久しぶりだろう。社長から直接声をかけられるのは。自分なんて。いや、謙遜する必要はない。社長は真剣な表情で続けた。実は君たち二人に相談があってね。社長の声のトーンが変わる。今度、うちの会社で新しい製品の開発を考えているんだ。車椅子の製品開発なんだが。俺と白金さんは思わず顔を見合わせた。経理部の俺たちに製品開発。社長は俺たちの困惑を見抜いたように微笑んだ。経理部だからこそコストと価値のバランスがわかる。商品開発部と力を合わせればより良い製品が作れるんじゃないかと。その言葉に心臓が高鳴るのを感じた。これはチャンスなのか。それに君の商品開発部での活躍は私も聞いている。かつては開発プロジェクトの戦略立案やコスト試算を担当して実績を上げていたそうじゃないか。懐かしい記憶が頭によぎる。商品開発部にいた頃、何度も試作品のコスト分析や市場調査に追われ、徹夜が続いた日々。だが、その時の経験が今の俺の基盤になっているのも事実だ。おかげでうちの会社の利益率は大幅に改善したと先代の役員連中も評価していたよ。言葉の一つ一つが胸に深く響く。社長は続ける。社内コンペを開催する予定でね。優勝したチームの案を実際に製品化する。社長の言葉に白金さんの瞳が輝きを増す。私たちにそんな機会を。ああ、もちろん強制じゃない。考える時間が必要なら。やります。白金さんの声が部屋中に響き渡った。その声には迷いのかけらもない。青山さんと一緒なら
絶対にいい製品が作れると思います。その言葉に、俺も決意を固めた。自分も、挑戦させていただきます。社長は満足げにうなずいた。よし、期待しているよ。詳細は後日正式に発表する。社長が去った後、白金さんが俺の方を向いた。その表情には、これまでに見たことのない情熱が宿っていた。翌週から、早速製品開発部との打ち合わせが始まった。今回企画される製品は、アスリート向けの車椅子である。開発に疎い俺たちは、製品開発部から既存の設計図をもとに説明を受けた。軽量なフレームや空気抵抗を考慮した形状が必要だそうだ。すべてが専門的で、正直戸惑いを感じた。現状の課題は、コストと性能のバランスです。製品開発部のメンバーからの言葉に、白金さんが食い入るように図面を見つめる。実際に使用される方の意見を。ええ、それが一番の課題です。しかし、テストユーザーの確保が難しくて、実は、まだプロトタイプ段階ですし、アスリートの皆さんも、競技に支障が出るリスクを嫌がります。もし万が一、試作品で怪我をしたり記録が落ちたりすれば、次の大会やスポンサー契約にも影響しますからね。さらに、トップアスリートはすでに他社の製品と契約していることが多いんです。わざわざ新しい車椅子に乗り換えて、万が一でも不具合があれば、という不安が大きいみたいで、俺は手を挙げた。一人だけ、知り合いの意見を聞けるかもしれません。知り合いですか？白金さんが興味深そうに尋ねる。俺の弟です。弟さん？はい。もともとアスリートを目指してたんですけど、今は車椅子で生活して、在宅の仕事しているんです。週末に会いに行けるかと、白金さんは少々気を使った目線を向けてきたが、俺が問題ないからと言うと、うなずいてくれた。そして週末、俺と白金さんは、俺の弟、アキトの住むマンションの前に立っていた。インターホンを押すと、数ヶ月ぶりの声が聞こえる。はーい。懐かしい声。だが、その声には、明らかな緊張感が混じっている。ドアが開く。車椅子に座ったアキトの姿。以前より痩せた気がする。顔色も優れない。久しぶり、アキト。その言葉を発するのに、想像以上の勇気が必要だった。アキトは一瞬、俺と目が合うのを避けるように視線をそらす。久しぶり。今日は仕事の話だっけ？投げやりな口調。まるで、早く用件を済ませて、帰ってほしいと言わんばかりの態度。そちらは同僚の人？白金さんに向けられる視線は、俺への態度とは打って変わって柔らかい。まるで、俺との会話を避けるための逃げ道のように。はい。白金みなみと申します。本日は突然すみません。白金さんの丁寧な挨拶に、アキトは形式的な笑みを浮かべる。青山アキトです。いつも兄がお世話になってます。どうぞ入ってください。部屋に入るとき、アキトは露骨に俺との距離を取る。車椅子を操作する手つきにも、明らかな緊張が見て取れる。リビングは驚くほど整然としている。だが、その清潔さがかえって寂しさを際立たせる。家族の写真はすべて片付けられ、あるのは仕事関連の書類だけ。座って。白金さんには丁寧に椅子を進めながら、俺には目も合わせない。その差別的な態度に胸が締め付けられる。パソコンの画面にはプログラミングのコードが映し出されている。在宅での仕事。それが今のアキトの全てなのだろう。お茶でも入れようか。その言葉も明らかに白金さんだけに向けられている。俺の存在を意図的に無視しているかのよう。アキト。声をかけようとすると彼の肩がかすかに震える。拒絶の意志がはっきりと伝わってくる。白金さんが気まずそうに俺とアキトを交互に見つめる。この凍りついた空気を彼女も痛いほど感じ取っているに違いない。それでも今日は来なければならなかった。この気まずさを超えて伝えなければならない話がある。仕事の話だよね。先回りするようにアキトが言葉を挟む。その声には明らかな焦りが混じっている。まるでこれ以上の会話を避けたいかのように。この気まずい雰囲気の中でどう話を切り出せばいいのか。俺の心は答えを見つけられずにいた。それでも今日俺たちを迎え入れてくれた。それは小さいながらも希望の光。この機会を何としても生かさなければ。俺は白金さんと視線を交わし、
深く息を吸う。実は、会社で新しい車椅子の開発プロジェクトが始まって、言葉を選びながら説明を続ける。アスリート向けの製品開発、使用者の意見を反映したいこと。できるだけ感情を抑えて事務的に話す。特に競技用の、その言葉を口にした瞬間、アキトの顔つきがガラリと変わった。さっきまで仏頂面ながらも落ち着いていた雰囲気が一転して険悪な空気に包まれる。は？競技用？なんでそれで俺のところに来たわけ？俺アスリートじゃないよ。予想していた反応ではあった。とはいえ、言葉に込められた怒りの強さに背筋が凍るような感覚を覚える。本当は今日、この話を切り出すまでに何度も迷った。それでも、弟の可能性を信じて、俺は言葉を絞り出す。でも、お前陸上やってたじゃないか。短距離の記録だって。もう前のことだろ？今はこんな、車椅子の生活だぞ。アキトは、車椅子の車輪を軽く回し、自重気味に鼻を鳴らす。以前の鋭くもまっすぐだった目つきは、どこか影を帯びていて、俺の声には耳を貸そうとしない。でも、お前ならまだやれるよ。今は体の使い方が違うだけで、競技用車椅子を使えば。なんだよ、また蒸し返すのか？俺は車椅子になってから、陸上のことはきれいさっぱり忘れたんだよ。鋭い声が俺を遮った。拳を握り込んだアキトの腕は小刻みに震えている。怒りと苦痛と様々な感情が入り混じっているのが伝わる。忘れてないだろ。お前、まだ家にトロフィーも捨てられなかっただけだ。突然の叫び声に室内の空気がピリピリと張り詰める。アキトの視線は床を向いたまま、唇を噛み締めるその横顔にはどうしようもない悔しさが滲んでいる。捨てるのも面倒だった。あれを見るたびにイラつくんだ。なのに、兄さんはまた俺に競技だなんだと言って、俺の気持ちなんて考えたことある？考えてるよ。だからこそ言ってる。今のまま何もやらずにいるより挑戦してみてほしいんだ。挑戦？車椅子の生活になってからずっと前向きになれとか頑張れとか言われてきたよ。でも実際足が動かないんだよ。かつての俺とは違う。アキトは車椅子をぐっと後ろに下げ、自分と俺との距離をあからさまに取る。俺の呼びかけを断固として拒否する姿が痛いほどわかる。それでも、お前は陸上を好きだったじゃないか。もし競技用の車椅子でなら、あの頃みたいに。兄さんはあの頃に戻りたいのかもしれないけど、俺は違う。俺はもう過去の自分なんかどこにもいないってことを受け入れてるんだ。わかるだろ？アキトはうつむいたまま苦い笑みを浮かべる。それは決して自分を納得させるためだけの強がりではなく、本心からの言葉に思えた。わかってる。お前の気持ち理解してるつもりだよ。俺はそっと息を吐きながらほんの少し視線を落とす。けどさ、お前に昔と同じようになってほしいってわけじゃない。車椅子のままだってアスリートとして生きる道はあるかもしれないし、何より自信を持ってほしいんだ。もしまた陸上がやりたいと思ったらいつでも手を貸すから。悪いけどそういうのはいらない。車椅子でも陸上できるとか、俺にとっては押し付けにしか聞こえないんだよ。兄さんは惨めな俺が見たいのか？バッサリと切り捨てるような口調に何も言い返せなくなる。アキトは視線をそらしながら小さく吐息をついた。もういいだろ。仕事の話なら後で書面で送る。兄さんの励ましも聞いたよ。今日は帰ってくれ。最後の一言はまるで突き放すような冷たさを帯びていた。俺は抵抗したい気持ちを抑え込んで静かに立ち上がる。空気を裂くようにかすかな痛みが胸に広がる。わかった。ごめん。今日はもう帰るよ。逃げるようにドアへ向かう足取りがひどく重い。振り返ると、アキトはうつむいたまま車椅子を微動だにさせずに佇んでいた。もしかしたらその姿こそが彼の固い拒絶の表れなのかもしれない。アキトの家を出て俺たちは近くのカフェに足を運んだ。静かな店内で白金さんと向かい合って座る。コーヒーが運ばれてくるまでの間、重苦しい沈黙が続いた。すみません。来てもらって弟があんな態度を。私は全然、突然伺ったんですし、でも、弟さんに何かあったんですか？俺は深いため息をつく。説明が必要だろう。
1年前の交通事故です。カップを握る手に力が入る。横断歩道を渡っていた時、信号無視の車にはねられました。命に別状はありませんでしたが、アキトは下半身を思うように動かせなくなりました。もともと陸上の選手だったんです。言葉を続けることが辛い。あの日の光景がまるで昨日のことのように蘇ってくる。その後、アキトは絶望の淵に立たされました。それでも今あいつは一人で暮らしています。家族の支援を受け入れませんでした。コーヒーから立ち上る湯気を見つめながら話を続ける。俺は一生懸命でした。弟に生きる希望を持ってほしくて、それで車椅子アスリートの話を持ち出したんです。でもアキトは自分にはできないの一点張り、次第に塞ぎ込むようになって。だけどこれから先、ずっとあいつは車椅子なんです。逃げてちゃダメなんですよ。事故があって足が動かなくなった。それはもう変えられない事実だし、避けてもどうにもならない。それでもあいつには新しい可能性を見つけてほしいんです。車椅子だからって諦めるんじゃなく、今の自分でもできることがあるってちゃんと知ってほしくて、俺にとっては何より大切な弟ですから、どうにかしてあいつが自分の力で前を向けるようにサポートしてやりたいんです。そうですか。言葉を選びながら続ける。だから今回の開発でその理由を解決できる商品を作れたらって、そうすればアキトも、いや同じ悩みを持つ人たちも新しい一歩を踏み出せるんじゃないかって。でもコーヒーカップを見つめながら心の奥に溜まっていた後悔がこぼれ出す。俺、アキトにプレッシャーを与えてるだけだったのかもしれません。白金さんは静かに首を横に振った。青山さんは優しい人です。その言葉に思わず顔を上げる。私にも似たような経験がありますから。白金さんの声が柔らかく響く。社長の娘という立場で誰もが腫れ物に触るように接してきた。でも青山さんは違った。私の能力を信じて真摯に向き合ってくれた。彼女の瞳には確かな思いが宿っていた。弟さんへの態度も同じです。将来を考えてあえて現実と向き合わせようとした。それは決して間違いじゃない。その言葉が俺の心に深く染み込んでいく。白金さんの声が震える。きっと弟さんも分かってくれる日が来ますよ。お兄さんの思いが必ず届く時が。その言葉に俺の目から涙が溢れ出した。白金さんの言葉は俺の心の奥深くに刺さっていたトゲを溶かしてくれたのだ。しばらくして俺は気持ちを落ち着かせると白金さんと会社へ戻った。オフィスのドアを開けた瞬間、目に飛び込んできたのは駿河さんの嫌な笑みだった。おやおや、ずいぶん目が真っ赤じゃないか。なに、車椅子の弟くんに泣きついてきたのか。部に戻りたくて一生懸命だな。鼻で笑うような駿河さんの視線が俺のこめかみを射抜く。駿河さん。白金さんが一歩前に出て咎めるように低い声で名を呼んだ。けれど彼は全く気にした様子もなく続ける。まあ、俺の方も今回のコンペにはそこそこ本気で挑むつもりだからさ。せいぜい頑張れよ。そう言うと書類を抱えたまま足早に立ち去っていく。大丈夫ですか、青山さん。白金さんが小声で心配してくれるのが申し訳なくもありがたかった。胸の奥にまだ少し残っている痛みを押し込みながら、俺は白金さんに微笑みかける。ええ、平気です。むしろ駿河さんの言葉で余計に燃えてきました。絶対結果で見返してやりますよ。その言葉に白金さんは力強くうなずいてくれた。数週間後、俺たちのプロジェクトは着実に進展していた。当初一番のネックだったのは実際の車椅子ユーザーからのフィードバックを収集することだったが、俺たちは社内外の福祉団体やパラアスリートのコミュニティに地道に呼びかけを続け、必要があればオンラインでも意見を募り、ようやく十分な数の回答を得ることに成功した。これがそのアンケートの収集結果です。白金さんがまとめた資料を見つめながら俺はうなる。回収したデータ量は膨大で、しかも内容は多岐にわたっていた。多くの選手が競技用車椅子のフレームは既製品だと調整の自由度が少なく、ほんの数ミリ単位の誤差でもパフォーマンスに響くと嘆いていた。そこで
フレームの要所を可変式にして、レース中でも簡単な工具さえあれば、重心や座面の角度を細かく変えられるようにした。さらに、開発部が試作していた信号筋を用いることを検討し、強度を落とさずに軽さを追求することで、加速や旋回性能だけでなく、レース後半のスタミナ消耗を軽減できる見込みが立った。そして、実際に使用しているユーザーのほとんどが困っていたのが、メンテナンスの手間とコストだ。そこは構造をモジュール化して、一般的な工具と最低限の知識があれば、自分たちでも部品を交換、修理できるようにした。ここには、経理部として、コストと価値のバランスを厳しく見極めてきた、俺の経験が大いに役立った。すごい。ここまで網羅できれば、きっとたくさんの人の役に立ちますね。白金さんがまとめた最新の試作図面を見下ろしながら簡単の声を上げる。俺もパソコン画面に映し出されるグラフやコスト試算を眺めながら思わず唇をほころばせた。これが完成すれば車椅子アスリートの世界に全く新しい可能性をもたらすかもしれない。そしてコンペの日を迎えた。最初の発表は駿河さんたちのチームだ。会議室のスクリーンに駿河さんのチームの資料が映し出される。製造コストの分析表、市場調査データ、売上予測。一見綿密に作られた資料に見える。が、俺の目は数字の異常さを即座に捉えていた。製造原価が実勢価格の半分以下。そんなコストダウンが可能なはずがない。この製品案では、軽量化と強度の両立を実現し、なおかつ低コストを。駿河さんの説明が続く。だが、経営陣の表情が次第に曇っていくのが見えた。この製造コストでは、この数字は現実離れしている。会場に違和感の空気が充満していった。経営企画部の部長が眉を潜めている。製品開発部のメンバーが小声でおかしいなと囁き合う。駿河さん、経営企画部長が静かに声を上げた。この原価計算の根拠をもう少し詳しく説明していただけますか？え？駿河さんの顔から血の気が引く。慌てて資料をめくる手が明らかに震えている。はい、これは。言葉が噛み合わない。会議室の空気がさらに重くなる。特殊な製法で、もはや取り繕いようのない説明に周囲からため息が漏れ始める。俺は画面に映された数字を見つめながら困惑していた。こんな稚拙な偽装がなぜ見抜けなかったのか。いや、気づかなかったふりをしていたのか。駿河さんの発表は完全に破綻していた。会議室には冷ややかな視線が渦巻いている。駿河くん、社長の厳しい声が重い空気を切り裂く。こんなずさんな資料しか用意できないとは、期待外れだ。駿河さんの顔が真っ青になり、震える声で謝罪する駿河さん。その惨めな姿に複雑な感情が湧き上がる。その時、白金さんが静かに立ち上がった。突然のことに全員視線が彼女へ向けられる。白金さん、どうしたんですか？皆さん、これを見てください。差し出されたタブレット。そこには深夜のオフィスの映像が映し出されている。映像の中で、駿河さんが俺のデスクで何かを操作している。日付は3日前。俺たちが帰宅した後の出来事だ。実は、白金さんの声が決意に満ちている。駿河さんは、これまで他の社員の功績を横取りしていたんです。私、証拠を集めていました。会議室の空気が一変する。ざわざわと、隣の社員同士が顔を見合わせた。今回も、同じことが起こると考え、監視カメラを設置しました。そして、白金さんは一瞬言葉を切り、俺の目を見つめた。私は、チームのデータフォルダに、あえて、嘘の製品データを仕込んでおいたんです。本物のデータは別の場所に保管して。その瞬間、すべてが繋がった。駿河さんの発表がおかしかった理由は、これか。これは、駿河さんが私たちのデータを盗み、それを自分たちの案として発表しようとした証拠です。白金さんの声は震えていない。毅然とした態度で、真実を告発している。俺は言葉を失っていた。目の前で明らかになる事実。かつての先輩の裏切りと、それを暴く後輩の勇気。会議室は静寂に包まれた。すべての視線が、今や崩れ落ちそうな駿河さんに注がれている。しかし、白金さんは再び、みんなの意識を自分に向けさせた。本物のデータはこちらです。白金さんが差し出した USB メモリ。
その中には、俺たちが積み上げてきた真実のデータが入っている。青山さん、プレゼンをお願いできますか？白金さんの声には、強い信頼が込められていた。深く息を吸い、俺は前に立った。失礼します。スクリーンに映し出される正しいデータ。製造コストと市場予測。ユーザーの声を反映した機能の数々。すべてが明確な根拠に基づいていた。この製品が今までと違うところは、使用者の声を徹底的に反映している点です。会場の空気が少しずつ変わっていく。特に、実際に車椅子を使用されている方から具体的な改善点を、その時、会議室のドアが開いた。失礼します。聞き覚えのある声。振り向くと、そこにはアキトが車椅子で入ってきていた。俺はポカンと間抜けな表情をしていたことだろう。どうしてアキトがここに？驚いた俺をよそに、白金さんはアキトを俺の隣に迎え入れた。彼は青山さんの弟さんです。実際に車椅子を使われている方の生の意見をお話ししていただくべくお呼びしました。アキトさん、今日はよろしくお願いします。白金さんの声が漏れる。アキトは真剣な表情で前に進み出た。この商品案について、使用者の立場から意見を述べさせていただきます。会場が静まり返る。従来の競技用車椅子には、ある問題がありました。それは、アキトの説明は的確だった。技術的な問題、使用時の不便さ、そして、それを克服するための具体的な提案。この製品は、そういった課題をすべて解決できる可能性を持っています。アキトの声が力強く響く。もしこの製品が実現すれば、多くの人の希望になります。私もその一人になるでしょう。アキトが俺の方を見つめた。その目には涙が光っていた。兄はずっと私のことを考えてくれていた。私が前に進めるように。でも私は気づかなかった。この製品を通じて兄の思いが形になる。そしてそれは私だけでなく、多くの人の未来を変えられると信じています。アキトの言葉に俺の目尻から涙が溢れた。社長が静かに立ち上がり、会議室に張り詰めていた空気を一掃するように、力強く言葉を放つ。素晴らしい。まさに私たちが目指していたところだ。これで行こう。その瞬間、場の空気が一変した。拍手が起こり、俺たちの案を、アキトをはじめとする全員が称賛する。傍らでは、駿河さんが悔しそうに顔をしかめながらも、声を失っている。社長の目が厳しく彼を射抜き、静かだが、決定的な言葉が告げられた。駿河君、君の行為は会社の信用を著しく損なうものだ。懲戒解雇は避けられないだろう。駿河さんは、ただうつむくことしかできなかった。コンペ終了後、会議室の外の廊下で、アキトと向き合う。胸の中で、様々な感情が渦を巻いていた。喜び、安堵、そして少しの後悔。すべてが混ざり合って、どう言葉にすればいいのかわからない。どうしてここに、それになぜ協力してくれたんだ。やっとの思いで、その言葉を絞り出した。アキトは車椅子に座ったまま、少し照れたような表情を浮かべる。その仕草は、事故の前と変わらない。懐かしさがこみ上げてきた。白金さんがね、しつこく通ってきたんだよ。え？思わず声が上ずる。予想外の答えに、すっとんきょうな声が出る。白金さんが、アキトのところに、毎週のように来てさ、兄さんのこと、一生懸命に力説してくれて、アキトの口元に柔らかな笑みが浮かぶ。その表情を見るのは、どれほど久しぶりだろう。最初は正直、迷惑だと思ったんだ。でも、アキトの声が、懐かしい思い出を語るように優しくなる。白金さんは諦めなかった。兄さんがどれだけ真剣に俺のことを考えてくれていたのか、全部一つ一つ丁寧に説明してくれた。その言葉に胸が熱くなる。白金さんは俺とアキトの間に架け橋を架けようとしてくれていたのだ。それも俺には何も告げずに。こんまきしたよ。あれだけ熱心に話されたら。アキトの声には確かなぬくもりが宿っていた。事故以来、初めて聞く穏やかな声かもしれない。実は、白金さんが少し恥ずかしそうに口を開く。監視カメラの設置と偽装データの件は、アキトさんの発案だったんです。え？アキトがそんな緻密な計画を。俺、
在宅で SE やってるだろ。システムセキュリティとか、そっち関係はかなり詳しいんだよ。白金さんから駿河さんの話を聞いて、これは証拠が必要だと思って、その言葉に新たな発見があった。アキトは車椅子生活になっても、自分の能力を生かす道を見つけていた。それなのに、俺は気づかなかった。いや、気づこうとしなかった。監視カメラの設置場所も、データの仕掛けも、全部アキトさんが考えてくれたんです。白金さんの声には、感謝の色が濃く滲んでいた。駿河さんのことを聞いて我慢できなかった。兄さんの努力を誰かに踏みにじられるなんて。アキト、ありがとう。でも教えてくれれば、俺にも何か手伝えたのに。すると、白金さんとアキトが顔を見合わせる。その表情には、まるで昔からの友人のような親しさが浮かんでいた。二人はなぜか笑い合う。だって、青山さんはかなり鈍感だから。白金さんの言葉には、からかいの色が混じっている。そうそう。兄さん演技下手だからさ、バレちゃいけない作戦だったんだよ。二人の息がぴったりと合っている。いつの間にこんなに親しくなっていたんだろう。あのさ、突然、アキトの表情から笑みが消える。真剣な眼差しに変わり、車椅子をゆっくりと俺の方へ向け直した。兄さん、ごめん。アキトの瞳から涙が拭われ、今度はまっすぐな決意の光が宿る。声はまだかすれ気味だが、その一言一言に迷いはなかった。事故の後から俺、ずっと兄さんを避けてきた。だって、自分の惨めな姿を認めることになる気がして。でも、もう決めたんだ。ぐっと奥歯を噛み締めるように、アキトは言葉を続ける。兄さんたちが開発してる車椅子を使って、また陸上をやりたい。SE の仕事は続けながらになるけど、本気で挑戦したいんだ。思いが詰まった言葉に、俺は目を見開く。アキトはずっと目を背けてきた夢を、今ははっきりと口にした。そっか、やりたいならやろう。何でも応援するから、自然と笑みがこぼれる。アキトと交わす言葉の中に、かつての無邪気な弟の面影を感じている自分に気づく。後ろで静かに見守っている白金さんも優しい表情でうなずいてくれていた。アキトは一呼吸置いてからもう一度力強く続ける。兄さんの車椅子ならきっと大丈夫だと思う。俺は今度こそ逃げずに向き合いたい。自分自身の弱さにも兄さんの思いにも。その言葉に俺の胸が熱くなる。きっと事故以来、アキトの胸の内には計り知れない葛藤や自責が渦巻いていたのだろう。その全てを振り切るように、今ははっきりと前を見ている。白金さんがそんな俺たちを静かに見つめて微笑んだ。もし彼女がいなければ、二人の思いはすれ違ったままで、こんな再会はなかったかもしれない。彼女には感謝してもしきれない。数日後、駿河さんの処分が正式に発表された。懲戒解雇。そして過去の不正行為の全てが調査対象となる。これが他人の努力を踏みにじり続けた代償なのだ。それでも最後に、駿河さんは小さく、震える声で言葉を絞り出した。認めたくなかったんだ。自分が何もできない、弱い人間だってこと。だけどそれが間違いだった。結果ばかり求めて焦っちまって、こんな形でたくさんの人を傷つけるなんて本当に最低だよ。悪かったな。弟さんのことを悪く言って。伏せられた瞳には後悔の色が滲んでいる。駿河さんが自分の弱さと向き合ってくれたことは大きな一歩だと思います。だけど、ここで終わりにしないでください。人を傷つけてしまった事実は変えられませんが、その分をどう償い、これからどうやって生きていくのか、ご自分をごまかさずに一歩ずつでも前に進んでください。駿河さんはゆっくりと顔を上げる。その瞳にはまだわずかに涙が残っていたが、以前のような虚勢はもう見えなかった。ありがとう。そう言うと、彼は人知れず会社を去っていった。一方、俺は晴れて製品開発部に戻ることになった。俺たちの製品は市場で驚くべき反響を呼んでいたからだ。単なるビジネスの成功以上の人々の人生を変える可能性を秘めた製品として。車椅子アスリートたちからは、これで新たな挑戦ができるという声が相次いだ。青山さん。白金さんが興奮した様子で駆け寄ってくる。彼女の瞳には、かつての迷いはみじんもない。社長令嬢という肩書きに縛られた少女は、一人の優秀な社員として輝いていた。また新しい注文が、しかも、パラリンピック委員会からです。
彼女の声には純粋な喜びが滲んでいる。今や次期社長候補として名が上がるほどの実力者。いつの間にか俺よりもずっと大きく見えるようになった。その成長ぶりを間近で見られたことを俺は心から誇りに思う。すごいな。また忙しくなりそうだね。はい、私嬉しいです。また青山さんと一緒に過ごす時間が増えますから。え？俺と一緒に。突然の言葉に不意打ちを食らったような衝撃が走る。心臓が妙に騒ぎ出した。彼女は一瞬ハッとしたように目を伏せ、頬をうっすら染めていた。いえ、変な意味じゃありませんよ。ただ、私、青山さんと一緒に仕事をするのが、本当に好きって意味です。そっか。じゃあ、お互い気合い入れないとな。今度のプロジェクト、絶対成功させよう。はい。キラキラと輝く瞳で返事をする彼女の横顔を見ていると、俺の胸はさらに高鳴っていく。ただの仲間だと思っていたはずが、いつの間にかそれ以上の気持ちが芽生えているのかもしれない。そんな予感がした。人生に完璧な正解などない。でも、真摯に向き合い続ければ、必ず道は開ける。その確信が、俺の心を強く支えていた。